どうしよう。ちょっと待ってくださいね。ヘロー。英語科準備室のドアを開けると、スマートフォンを握りしめた新任教師の天野先生が、今にも泣きそうな声を漏らしていた。相手は海外の教育関係者らしく、画面には国際電話の表示。だが、彼女はまるで固まったように英語を発せず、何度もすみませんと日本語でつぶやいている。大丈夫ですか？何かあったんですか？そう声をかけた用務員の俺に、天野先生は慌てて振り返った。授業の英会話程度ならなんとかなるんですけど、ビジネス英語は苦手で、それに通訳の方が急に来られなくなって、彼女は普段から英語の発音や指導がうまいと評判の、新米だけど、やる気に満ちた教師だと聞いていた。その姿が今、電話の前で震えている。見て見ぬふりはできない。意を決してスマートフォンを受け取ると、英語が自然に口をついて出る。すると、相手はすんなり状況を理解し、打ち合わせはあっという間に進んだ。すごい。今の英語、すごく流暢でしたよ。どうして？電話を切った瞬間、天野先生が目を丸くして俺を見つめる。その驚きの問いに、俺は強く胸を締め付けられた。このことがきっかけで、ただの用務員だった俺の人生が大きく動き出したのだった。朝のホームルームが始まる前の廊下は、慌ただしい空気が漂っていた。俺、日浦誠は、廊下の隅で雑巾を絞りながら、目の前を通り過ぎる制服の群れを眺める。ねえねえ、昨日のテストどうだった？やばかったよ。赤点かも。生徒たちはそんな風に談笑しながら、俺の横をすり抜けていく。私立桜高等学校の用務員として働き始めて半年。生徒たちは俺のことを、まるで空気のように、存在すら気づかないまま通り過ぎていく。それが少し寂しいと思う日もあるが、今の俺にはこのくらいがちょうどいいと思っている。資料室の埃を払い、ロッカー室の備品をチェックし、理科室の蛍光灯が切れていれば交換する。地味な仕事ではあるが、誰かに指図されることもなく、もっと頑張れと咎められることもない。この気楽な立場は、ある意味では居心地が良かった。いつもの一通りの作業を済ませたタイミングで足音が聞こえた。日浦くん、ちょっといいか？やってきたのは事務局長の真城さんだった。いつものことだが、その声色は嘲笑を含んでいるように感じられる。俺の背筋は自然と伸びてしまった。はい、何でしょうか。俺がそう答えると、真城さんは小さくため息をついた。体育倉庫の棚卸し、ちゃんと終わってる？先週頼んだはずだけど、まだ報告書が届いていないぞ。まさか忘れたんじゃないだろうな。覚えている。忘れてはいない。だが、先週からずっとバタバタしていて、書類作成まで手が回らなかったのは事実だ。すみません。週明けには出せるようにまとめます。ふん。口では何とでも言えるけど、用務員といえど、君も学校の一員なんだから、最低限の責任感は持ってもらわないと困るよ。まあ、誰もお前になんか期待してないけどな。最後の言葉が胸に突き刺さった。承知しました。早急にまとめます。俺が頭を下げると、真城さんは呆れたように鼻を鳴らして、きびすを返す。俺は小さく息をついた。週が明けた月曜日。初夏の日差しが差し込む職員棟の廊下を、俺は慌ただしい足取りで歩いていた。俺は、職員室の隅にある、日浦光太のデスクへ向かった。彼は、俺の兄で、この学校の教頭補佐的な役割も担っている。兄さんに、書類を届けるために、来たのだが、兄さんは忙しそうに書類をさばき、生徒や他の教員とのやりとりをこなし、まるで、俺を構う暇などないように見えた。少しためらいながら声をかける。兄さん、これ、施設管理の報告書をまとめたんだけど。ああ。兄さんは顔を上げないまま俺の手から書類を取ると、パラパラとチェックする。そして急に眉間にシワを寄せて低い声で言った。数が合ってないところがあるようだが。ああ、ごめん。すぐに確認するよ。またミスをしてしまったらしい。自分でも情けない。兄さんは小さく息をつき、ようやく俺の方に視線を向ける。こんな簡単な仕事すらまともにできないなんて情けない。お前には父さんや母さんがどれほど期待していたのか分かっているのか？
いや、わかってないから、用務員なんて仕事についているんだろうけど、もっとしっかりしろ。もともとお前は。兄さんは何か言いかけて口をつぐんだ。職員室の中という状況を気遣ったのかもしれない。だが、俺の胸にはもう十分すぎるほど痛みが広がっていた。俺、用務員室に戻らなきゃだから。うつむきながらそう告げると、兄さんは机に書類を投げ置いて、苛立ったように小さく首を振った。わかった、行け。職員室を出た瞬間、視線の重さから解放された気がして、思わず大きく息をつく。職員室の外の空気は、生暖かさの中に少しだけ初夏の爽やかさを感じる。頭の中には、兄さんの言葉がぐるぐる回っていた。わかってるよ、そんなことは。誰に言うでもなく、小さくつぶやいて自重する。廊下の壁に軽く手をついて、思い切り唇を噛んだ。その日の放課後、いつものように校内を巡回しながら設備点検をしていたとき、ふと英語科準備室の奥から声が聞こえた。軽快な調子と、どこか熱がこもった響きにつられて近づいてみると、ドアの隙間から見えたのは新米英語教師の天野玲奈先生だった。学生時代の名残だろうか、髪はきっちりまとめていて、どこか清々しい雰囲気を持っている。天野先生はホワイトボードに英単語と矢印、そして人型のイラストを書き込みながら自分自身に向かってブツブツ何か言っている。こうしてペアワークを挟んで、そこからディベートにつながる生徒たちの関心を引きつけるトピックを用意して、よし、これならきっと。不意に天野先生がドアの方を振り返った。俺と目が合う。驚いたように一瞬目を丸くした後、ふっと微笑んだ。ああ、ごめんなさい。授業の練習をしてたところなんです。いえ、そんな。すみません、勝手に覗いて。いいえ、むしろ誰かに見てもらえてよかったです。私、もっと生きた英語を授業に取り入れたいんです。英語って生徒同士で使ってみることで本当の楽しさがわかると思うので。天野先生は少し照れくさそうに言いながらホワイトボードを見つめた。そのまっすぐな瞳は何か強い意志で輝いているようだった。だが、そんな穏やかな空気を切り裂くように、廊下から突き刺すような声が聞こえた。ここにいたのか、天野先生。ちょっと話があるんだが。事務局長の真城さんだ。ホワイトボードへ視線を向け、あからさまに眉を潜めている。先ほど君が提出した授業の企画書を見たが、ディベート大会だの、海外研修だの、そんな前例のない企画の予算はどこから捻出するつもりだ？いえ、これはまだ構想段階で。構想だけで金が湧いてくるとでも、関連部署の負担を考えているのか？真城さんは露骨に眉間にシワを寄せ、手に持っている天野先生の企画書を手の甲でパタパタと叩く。新任の先生があまり突飛なことをしようとしても、賛同者がいなければ通るものも通らないよ。これ以上生徒を混乱させないでほしいね。受験英語でいいじゃないか。話すよりまず単語を覚えさせろ。受験英語重視の方針は変わらないんだぞ。そう言い捨てると、真城さんはきびすを返し、深いため息とともに歩き去っていった。天野先生は唇を結んだまま、悔しそうにうつむいている。俺は彼女にかける言葉を見つけられず、その場で立ちすくんだ。だけど、天野先生の肩がかすかに震えているのを見ると、何か言わずにはいられない気がした。大変、そうですね。俺の言葉に、天野先生は少しだけ顔を上げる。はい。この学校、保守的な先生方が多くて、みんな腰が重いんです。前例がない、時間もコストもかかるってあまりいい顔してくれなくて、私だけ一人で張り切って、学校の方針を乱しているって思われてるんじゃないかって。正直不安になることもあります。でも、生徒たちの将来のためには、やっぱりこういう取り組みも必要だと思うんですよね。天野先生はホワイトボードのマーカーを握りしめながら、少し眉を下げる。ごめんなさい。誠さんを困らせちゃいましたね。私なんかの愚痴を聞いてもらっても、どうしようもないですよね。天野先生がはにかみながらそう言う。俺は慌てて首を横に振った。いえ、困ってなんかいませんよ。ただ、俺は詳しいことはわからないけど、生徒たちが生き生きと英語を使う姿が目に浮かぶような気がして、それは
すごくいいことじゃないかなって。ありがとうございます。そう言ってもらえるだけでも嬉しいです。天野先生は頬を緩めて、少しだけ安心したような表情を見せた。その笑顔に、俺の胸は少しだけ温かくなる。だが同時に、自分の中にかすかに眠る罪悪感がざわめく。彼女が英語の教師だからなのかもしれない。天野先生は深く一礼して英語科準備室を出て行った。俺は残されたホワイトボードに書かれた英語のフレーズや図表をぼんやりと見つめる。こんなにも前向きに英語と向き合おうとする彼女の姿は、俺にとっては眩しすぎるものだった。その日、俺はいつものように校内を巡回し、雑務をこなしつつ職員棟を歩いていた。廊下の先にある英語科準備室から天野先生の声が聞こえてきた。よく通るその声に何やら焦りや戸惑いの色が混じっているのが分かった。胸騒ぎを覚えて足を早めると、準備室の中で天野先生がスマートフォンを片手に困り果てている姿が見えた。天野先生、どうかしましたか？声をかけると、天野先生がはっと顔を上げる。いつも明るい彼女が唇をぎゅっと結んでいた。あ、誠さん。海外の教育関係者に電話をしようと思ってたんですけど、予定していた電話通訳の方が急に来られなくなってしまって、私、授業での英会話なら何とかできるんですけど、ビジネス英語は自信がなくて、もうどうしようって、私が何とか対応しなきゃっていうのは分かってるんですけど、天野先生が手で紙を書き上げる様子からも、普段の余裕が完全に失われているのがわかる。落ち着いてください。他に方法はありませんか？そう尋ねるものの、天野先生は困り顔で首を振った。教職員の中で英語が堪能な人はいるにはいるだろうが、そうした人材は受験英語に特化していて、国際的なビジネスメールや電話対応には慣れていないと聞いたことがある。もう外部に頼むしか。でも今からじゃ間に合わないし、そうすると費用もかかりますよね。事務局の真城さんは絶対に許可してくれません。どうするべきかと考えていると、天野先生のスマートフォンが震えた。画面には海外の番号らしき表示が浮かんでいる。かかってきちゃった。天野先生は慌てて電話を受けたが、あまりにも焦りすぎているのか、うまく言葉が出てこないらしい。開口一番英語が詰まり、そのまま硬直してしまう。普通の授業では流暢に英語を話していても、こんな突発的な状況では緊張で頭が真っ白になるのだろう。目の前でパニック寸前の状態に陥っている天野先生を放っておけるはずがない。貸してもらえますか？俺は意を決して天野先生のスマートフォンを受け取った。受話器の向こうの相手が話し始めると、俺はその内容を正確に理解し、要点をまとめながら話を進めていく。自分でも驚くほど自然に英語のフレーズが口からこぼれ出た。結果的に簡潔かつ丁寧な電話対応ができてしまっているのが自分でも信じられなかった。電話を切ると天野先生が呆然としたまま俺を見つめていた。誠さん、今の英語すごく流暢でしたよ。どうして？彼女が瞳を輝かせるのがわかる。いや、大したことないですよ。昔ちょっと英語をかじってただけで。そう言いながら、俺は目を伏せる。天野先生は目を輝かせたまま、俺の前にパソコンを持ってきた。メールも見てもらえませんか？うまく伝わる英語が書けているのか不安で。わかりました。パソコンの前に並んで座り、英文メールの本文を修正する。相手は、教育プログラムの担当者らしい。打ち合わせ日程や予算に関する要望などを英語でどう記載するか明確に書き込むと、驚くほどあっさり送信が完了した。多分これで伝わると思います。もし先方から返信があったら、また一緒にチェックしましょう。はい、ありがとうございます。誠さんって本当に一体何者なんですか？天野先生が目を見開いたまま、俺の顔をまじまじと見つめる。俺は少し苦笑を浮かべながら書類を片付ける。いや、俺はただの用務員です。さっきも言った通り、昔少し英語に触れる機会があっただけですよ。でも、今の電話対応とメール対応は、ただものじゃないというか、
そうですか。まあ、ある程度はやれば誰でもできますよ。そう曖昧に答えると、天野先生はまだ納得していないようだったが、それ以上は踏み込んでこなかった。とりあえず助かりました。もうどうなることかと思ってたんです。ほっと安堵したように微笑む天野先生。見れば、額にはうっすら汗が浮かんでいる。相当な緊張だったに違いない。俺はちょっと手伝っただけですから。じゃあ失礼します。それだけ言うと、俺はそそくさとその場を離れた。その日を境に、天野先生は何度か俺に声をかけてくるようになった。誠さん、もし時間があれば、次のメールの文面を見てほしいんですけど、このフレーズ、相手に失礼じゃないか気になって。その度に俺は、今雑務が立て込んでて、申し訳ないけど、ちょっと時間が取れなくて、と巧みに断るか、最小限のサポートだけで済ませるようにしていた。英語を使うたびに胸がざわつく。後悔と罪悪感が胸を締め付ける。だから、再び英語に深く関わるのは避けたい。それから数日後、放課後の校舎を巡回していたら、天野先生に廊下で呼び止められた。誠さん、少しお時間いいですか？また英語のサポートの話かと身構えた。でも、彼女の表情はいつになく真剣だった。この前は何度も頼ってしまってすみませんでした。気づいたんです。誠さんが断るのには理由があるって。私、何か知らないで、失礼なことをしてしまったんじゃないかと思って。俺は廊下の隅に立ち止まったまま息を飲む。どう答えるべきかわからず、口を開けたり閉じたりしていると、天野先生が先に言葉を続けた。もしお話ししにくいなら、無理に聞きません。けど、誠さんがあの日、あれだけの英語を話せたってことは、ただのかじった程度じゃないですよね。海外で生活していたことがある人みたいでした。俺は目を伏せた。きちんと説明をしないまま避け続けるのは、失礼に当たる気がした。大学の時、俺はアメリカに留学していました。留学先には親友がいたんです。真面目で、情に熱いやつで、一緒にプロジェクトに打ち込んで、たくさん語り合って、お互い切磋琢磨しながら勉強して、いつか一緒に何か大きなことをやろうって、そんな夢も語り合ってました。俺は言葉を詰まらせながら少し間を置いて続けた。でもある日、二人で出かけた先で、親友が交通事故に遭いました。俺は慌てて救急車を呼ぼうとしたんですけど、その時頭が真っ白になってしまって、英語でうまく状況を説明できなかった。911には電話したんです。でも言葉が全然出てこなくて、親友は一命は取り留めたんですが、下半身に大きな障害を負いました。それまで当たり前にできていた歩行が困難になったんです。それで親友はリハビリや義足の生活を余儀なくされて、将来の選択肢も狭まってしまいました。喉が締め付けられるような感覚とともに、あの日の記憶が蘇ってくる。親友の名前はジェームズ・フォスター。イギリスから留学していて、寮では俺と同室だった。退院直後のジェームズに会いに行った時、彼の瞳には怒りと悲しみが入り混じっていた。君のせいだ、誠。どうしてうまく説明してくれなかった。どうして英語が出てこなかったんだ。本当は僕のことを邪魔に思っていたんじゃないのか。その言葉は刃のように鋭く、俺の心を貫いた。違う、そんなつもりはなかったんだ。ただ混乱して。混乱？そんなの言い訳だろ。君がきちんと説明できていれば、もっと早く救急隊が到着して、僕はこんな風にはならなかったかもしれないのに。ジェームズは怒鳴りながら、ベッド柵を拳で叩いた。体を震わせ、悔し涙を流している。俺はかける言葉すら見つからなかった。何度も謝るしかできなかった。帰れ！君の顔など、二度と見たくない。ジェームズの口から出てきた拒絶の言葉が、俺の心に突き刺さる。その時の彼の痛ましい表情は、俺の中にこびりついたまま、未だに消えてくれない。それから、親友とは連絡が取れなくなりました。あれほど信頼し合っていたはずの友情が、一瞬にして崩れ去ったんです。俺は視線を落としながら、かすれた声で続けた。深い罪悪感と、自己嫌悪に沈んでいくうちに、
英語に触れることさえ苦痛になっていって、今でも英語を聞くと、あの時の混乱と後悔が猛烈な勢いで蘇ってくるんです。少し息を整えてからさらに言葉を紡ぐ。だから今、天野先生のように英語を必要としている人を目の前にしても、素直に手を貸すことが怖いんです。また何かを失ってしまうんじゃないかって。自分が取り返しのつかない失敗をしてしまうんじゃないかって。そんな恐怖にずっと囚われているんです。話し終えると、天野先生は小さく息を飲んで、そして静かにうなずいた。そうだったんですね。本当にごめんなさい。私全然知らずに、英語って、無理なことをたくさん頼んで、嫌な思いをさせましたよね。彼女の声が震える。申し訳なさそうな表情が痛々しいほど紳士だ。俺は首を振った。天野先生は悪くないですよ。むしろ困っているのに手を貸せない俺が情けないだけなんです。英語を避けていても何も進まないのは分かってるんですけど、会話が途切れ、しばしの沈黙が降りた。校舎の窓から差し込む夕日が廊下を染め上げている。そんな中、天野先生は一歩だけ近づいて、俺の目をまっすぐに見つめた。私の頼みが誠さんを苦しめるなら、もう無理には頼みません。でも、もし少しでも英語とまた向き合ってみたいと思える日が来たら、ぜひ私に声をかけてください。私は誠さんが英語を話す姿に正直とても感動したんです。私が抱いてる理想の英語を通じた交流を実際に体現してる人だって思いました。ありがとうございます。俺はそれだけ口にし頭を下げた。その後、俺たちはどちらも黙ったままその場を後にした。天野先生が周囲の反対を押し切って始めた新しい授業スタイルは、当初こそ戸惑いの声も多かったが、今では確実に成果を上げていた。従来の教科書を読むだけという授業から、ディベートやプレゼンを取り入れた双方向の学習へ。その転換は決して簡単ではなかった。予算も十分につかず、教材も手作りで、放課後遅くまで準備する天野先生の姿が、用務員室から見える日も少なくなかった。しかし、その努力は少しずつ実を結んでいった。最初は消極的だった生徒たちが徐々に積極的に発信するようになり、グループに分かれて英語で意見を交わし合う姿が今では当たり前のように見られるようになった。英語の授業が楽しい、自分の考えを伝えられるようになったという声も廊下で耳にするようになった。真城さんをはじめとする反対派もその成果の前では何も言えなくなっていた。天野先生がたった一人で始めた小さな挑戦は確実に桜高校の英語教育を変えつつあったのだ。そんなある日、用務員室で備品のチェックリストを整えていると、天野先生が嬉しそうな表情で駆け込んできた。誠さん、信じられないことがあったんです。理事の方が私の授業を評価してくださったんです。天野先生の英語教育は大いに期待できるってわざわざおっしゃってくださって。息を弾ませながら彼女は続ける。それで、この機会に新しい企画を考えてくれって言われて、だから私、オックスフォードなどの海外大学の OB を招いて、国際ディベートイベントを開催するっていう案を考えたんです。私にとって大きなチャレンジになります。天野先生の方はほのかに上気していた。ディベートですか。でも、それだけ大きなイベントを企画するとなると、誰が予算を出すかとか、場所をどう確保するかとか、細かい調整がたくさん必要ですよね。俺がそう答えると、天野先生は苦笑しながらうなずいた。はい。実は真城さんが、すごく反対してるんです。従来の国内ディベート大会で十分だって。海外からのゲストなんて呼んでどうする？費用対効果が合わないとか。前例がない無謀な企画に手を出して、失敗したら責任はどう取るんだって。天野先生は少しうつむいて声を落とした。が、すぐに顔を上げ、強い眼差しで続けた。でも私は諦めたくないんです。生徒たちをもっと広い世界に導けるチャンスだと思うので、天野先生の瞳には強い決意の光が宿っている。実は私、中学生の頃英語が大嫌いで、クラスで失敗してみんなに笑われたことがあって、
恥ずかしくて嫌になって、しばらく学校に行けなくなりかけたんです。でも担任の先生が放課後に毎日付き合ってくれて、ある日、オックスフォードユニオンのディベート動画を一緒に見たんですよ。ほら、オックスフォードってディベートが盛んでしょ？英語ができるってこういうことなんだって、もう衝撃でした。互いの意見を堂々とぶつけ合って、それを楽しんでいるのが映像越しにも伝わってきたんです。見終わる頃には、あれ？私が嫌いだったのは受験英語であって、本当の英語ってもしかして面白いのかもって思いました。英語って受験科目じゃなくて、本当に世界とつながる言葉なんだって。それで一生懸命に勉強して、英語を好きになって、いつか自分もあのディベートみたいに思いを伝えられるようになりたいって、その衝撃がなかったら、きっと私は教師になってなかったと思います。だから、私と同じように英語に苦手意識を持つ生徒がいるなら、オックスフォードの本場の空気を味わってもらいたいんです。一生ものの経験になるはずだから。彼女の言葉を聞いていると、俺の心の奥に眠る英語への思いがかすかにうずいた。彼女も、英語で傷ついた過去を持っていたのだ。なのに彼女は俺と違って、その経験を力に変えて前を向いている。英語に真正面から取り組んでいる。天野先生、すごいですね。そこまで強い思いを持ってるなんて。すごくなんてないですよ。まだまだ私は未熟で、周りに助けられてばかりです。でも一度でも英語は嫌いと思ってしまった生徒に、嫌いを面白いに変えるきっかけを与えられるのなら、私はどんな苦労でも惜しまないつもりです。彼女はまっすぐな眼差しでそう言い切った。その姿に俺は心を打たれた。天野先生、俺も手伝います。英語と真正面から向き合うのは正直まだ怖い。でも必要な時は力を貸します。それが天野先生の夢の手助けになるならやってみようと思います。自分でも驚くほどはっきりとした口調でそう言った。天野先生は一瞬目を見開き、そして満面の笑みを浮かべる。ありがとうございます。無理のない範囲で大丈夫です。誠さんがそう言ってくれるだけで、私勇気が湧いてきました。天野先生の笑顔に、俺はかすかな希望を見出した。これからどんな困難が待ち受けていようとも、彼女と一緒なら乗り越えていける。そんな気がしたのだ。それから数日後、天野先生は理事会や校長へのプレゼンを行った。俺は用務員なので、そのプレゼンには参加できず、ドキドキしながらいつもの雑務をこなしていた。職員室の前の廊下を歩いていると、理事会が終わったばかりの天野先生が小走りで近づいてきた。表情からは結果が読み取れない。どうでしたか？そう声をかけると、彼女はパッと明るい笑顔を見せて、俺の手を握ってきた。通りました。条件付きですけど、開催が認められたんです。安堵と喜びが混ざった声で、俺も思わず胸をなで下ろす。真城さんには最後まで、予算はどうするつもりだ。今までの国内ディベート大会でいいじゃないかって反対されました。でも、理事の方々が後押ししてくださって、やってみる価値はあるとおっしゃってくださったんです。ただし、全面的な承認ではなくて、予算は当初の予定よりも削られ、運営体制も厳しくチェックが入りますが、天野先生は少し苦笑しながら続ける。それでも、天野先生の瞳は輝いていた。でも、これで正式な学校行事として認められたんです。ここからが本当のスタートライン。必ず成功させてみせます。その決意に満ちた表情を見ていると、俺まで何か胸が熱くなってくる。その時、彼女はようやく、俺の手を握り続けたことに気づいた。あっと小さく声を上げて、慌てて手を離す。ごめんなさい。つい嬉しくて。彼女は顔を赤くしてうつむいた。俺も不意打ちにドキッとして、思わず熱くなる方を抑える。いや、気にしないで。そりゃここまで大変だったし、嬉しくなるのも当然でしょ。気まずいような、でもどこかくすぐったいような空気が二人の間に流れた。しかし、天野先生はすぐに気を取り直して、照れ隠しのように咳払いを一つ。とにかく、本当にありがとうございました。誠さんが一緒にサポートしてくれなかったら、ここまで来られなかったと思います。その言葉に、俺も少し照れくさそうに微笑み返した。先ほどのドキドキはまだ胸の奥で、
小さく弾んでいるが、今は素直に彼女の頑張りを称えたい気持ちが勝っていた。イベント開催に向けて、俺たちはさらに準備を進めた。国内だけでなく、海外の大学や団体へ招待状を送る必要があり、メールや電話対応を積極的に行うことになった。事務局長のチェックは厳しく、費用の見積もりにもいちいちクレームをつけられるが、それでも、天野先生のモチベーションは揺るがない。俺も、ある程度英語対応に踏み込むようになった。電話越しに海外の関係者と話し、イベントの趣旨を説明し、質問に答える。まだ時々、胸の奥にジェームズの影がちらつくこともあるが、目の前の天野先生ががむしゃらに頑張る姿を見ていると、それでもやるしかないと思えるのだ。しかしここで問題が起こった。国際ディベートイベント前日の朝、明日には開会式が予定されているのに、肝心の海外ゲストがまだ誰も到着していない。予定では今日は朝から海外ゲスト数名が来日し、校内見学やリハーサルを行う手はずだった。しかし、空港からの連絡もなければ、駅でのピックアップにも誰一人現れない。校舎の外は晴れ渡る青空が広がっているというのに、廊下を満たす空気は妙に重苦しかった。俺は体育館の片隅で、レイナさんが青ざめた顔のまま、携帯を握りしめているのを見つけた。彼女は何度も国際電話をかけたり、メールを確認したりしているが、なかなか繋がらないようだ。どうしよう。全員飛行機に乗らなかったなんてこと、あるのかな。レイナさんがこぼす声に覇気はなかった。あんなに情熱的な姿を見慣れているだけに、その落胆ぶりが痛々しく見える。周囲を見渡すと、スタッフとして手伝ってくれている生徒たちや、一部の先生方の表情も険しい。やっぱり無理だったんだ。所詮、新任の先生の暴走だったんだよ。遠巻きにそんな囁きが聞こえてくる。その言葉を耳にするたびに心が締め付けられる。そこへ、事務局長の真城さんが、これ見よがしにため息をつきながら近寄ってきた。ほら見ろ。だから言ったんだ。無駄だって。海外ゲストだかなんだか知らないが、一人も来やしないじゃないか。まったく、どう責任を取るつもりだ。責任。レイナさんがやっと絞り出すように口を開いた。そうだ。お前が勝手に押し通したせいで、学校としては大損害だ。海外ゲストの渡航費用だって一部先払いしてるし、会場準備やら何やら全てがパーになる寸前なんだぞ。真城さんはせせら笑うように唇を歪める。運営費用も無駄になりかけている。そこへ持ってきて、生徒も巻き込んでる。どうやって後始末をつけるつもりだ。まさか、すみませんでしたで済むと思ってないよな。それは。レイナさんは声を震わせながらも言葉が続かない。真城さんは執拗に追い打ちをかける。本来なら、私がとっくに止めておくべきだったな。新任教師の暴走なんて。所詮この程度だ。責任を取るって言うなら、辞表の用意くらいはしてるんだろうな。辞表？レイナさんが息を飲んだまま、消え入りそうな声でつぶやく。真城さんは執拗に追撃の言葉を放った。当たり前だろ。あれだけ大口叩いて、結局、海外ゲストは一人も来ない。こんな醜態を晒した以上、見過ごすわけにはいかんよ。学内でも受験英語に専念した方がいいって声が多かったのに、それを無視して突っ走ったのは君自身だろう。責任を取るってのはそういうことだ。レイナさんは唇を強く噛んでうつむく。人一倍努力してきたのを知っているだけに、その表情が痛々しかった。さすがに黙っていられず、俺は一歩踏み出す。ちょっと待ってください。レイナ先生は、この企画を成功させるために。はあ？真城さんはあからさまに剣を浮かべた目で、こちらを睨んだ。用務員の分際で、何を偉そうに口を挟んでいるんだ。施設管理が専門の君に、英語教育や国際交流の何がわかるというんだね。その言葉に心臓がぎゅっと締め付けられる。レイナさんが小さく、誠さん、と、俺を気遣うようにつぶやくが、真城さんの威圧感に言葉が続かない。さあどうするんだ？お前がかばったところで状況は変わらないぞ。用務員風情が口を挟んだところで事態が好転するわけでもあるまい。責任を取らせるべき人間がきちんと落とし前をつける。社会というのはそういうものだ。真城さんの冷徹な視線は、レイナさんを貫くように向けられている。彼女の肩が小刻みに震えるのを、俺はただ見つめることしかできなかった。その時、
体育館の扉が勢いよく開いた。現れたのは兄さんだった。誠、天野先生。海外からゲストが一人だけ来ている。今、職員室に来てもらってるところだ。兄さんはそう声を張り上げた。瞬間、体育館内がざわつき、視線が一斉に兄さんへ注がれた。レイナさんが驚きと期待の入り混じった目をして、兄さんの元へ駆け寄った。本当ですか？一体どなたが？それは直接会ってもらった方がいい。準備が終わったら、こちらに来てもらう手はずになっている。しばらくすると、体育館の入り口付近がざわつき始めた。どうやら、一人だけのゲストがやってきたようだった。ドアの向こうから姿を見せたのは、義足をつけた男性だった。数歩ごとにぎこちなく体を動かして歩いている。その顔を見た瞬間、俺は息が止まるかと思った。彼はジェームズだった。俺の頭が真っ白になる。そんな中、天野先生が近づいて英語で声をかけた。こんにちは。ようこそ桜高等学校へ。ジェームズ・フォスターさんですよね。私は天野レイナです。はい。ジェームズ・フォスターです。よろしくお願いします、レイナさん。ジェームズはレイナさんと握手を交わす。そして、ちらりと俺の姿を見つけると、複雑そうに顔を歪めた。俺はどうしていいかわからず固まってしまう。まさか、ジェームズが来るなんて想像もしていなかったから。心臓がバクバクと暴れ、汗が噴き出してくる。俺とジェームズの間に気まずい沈黙が落ちる。周りの誰もがその異様な空気を感じ取ったようで、ざわざわと声が広がっていった。どうにか重たい空気を動かしたのはジェームズだった。彼が深く息を吸い込み、俺の方をじっと見据える。久しぶりだな、誠。君の兄さんが僕を呼んでくれたんだ。兄さんが？なんで？俺は驚きすぎてうまく言葉が紡げない。ジェームズはかすかに苦笑し、視線をあちこちに投げながら続けた。今回のイベントを成功させるためにも、弟を助けてやってほしいってさ。最初は断ろうと思ってた。でも考えたんだ。僕と君の間にはあの事故以来、ずっとわだかまりがある。でもそれをこのままにしておくのはもう限界だって。そんな、じゃあジェームズがここに来たのは、君のためと言ったら語弊があるかもしれないけど、僕個人としてもこのイベントの趣旨には興味があったからね。人と人との対話を大切にするっていうのは僕の願いそのものでもあるから。ジェームズの声には力がこもっていた。彼と俺の間に横たわる空白の時間が一気に形を持って迫ってくるようだった。その時、兄がジェームズに一歩近づいた。ジェームズ、これからリハーサルを行うんだ。君が壇上に立ってスピーチをしてくれないか？ジェームズは少し目を丸くした後、うなずいた。そして、体育館の中央に設けられた、海外ゲストが生徒たちにスピーチやディベートを行うためのステージに一人上がった。まだイベント本番ではないが、準備のために集まっていた生徒たちや先生たちが自然とステージ前に集まってくる。そこには、真城さんの姿もあったが、さすがに何も言わず様子を見ているようだった。マイクを握ったジェームズが静かに口を開く。皆さん、はじめまして。ジェームズ・フォスターと言います。実は僕は数年前の交通事故をきっかけに歩くことが難しくなりました。彼は義足に視線を落としてからゆっくりと観衆を見渡す。その事故の時、僕は親友を恨んでしまったんです。彼は日本人で、緊急の時に英語でうまく状況を説明してくれなかった。だから僕はこんな大怪我をした。そう思い込んで、僕は彼に取り返しのつかないことを言ってしまった。俺は苦しくて顔を伏せた。周囲の生徒たちの視線が俺に向けられているのを感じるが、体が動かない。でも本当はそうじゃなかった。僕が怪我をしたのはたまたま運が悪かっただけなのに、僕はその苛立ちを親友にぶつけてしまったんだ。彼がどれほど傷つき、苦しんでいたのか、僕は考えもしなかった。結果として僕たちは絶好状態になり、長い間、連絡を取ることすらできなかった。ジェームズの声が震える。体育館の空気が一層張り詰めていくのを感じる。僕は今、義足を使えば多少歩けるようになったし、日常生活も少しずつ前に進めている。でも、心の中にはずっと
彼を傷つけてしまったという後悔が残っていて、そんな中、彼のお兄さんから連絡があったんだ。弟のために一肌脱いでくれないかって。兄さんはステージ脇で腕を組みながら、真剣な面持ちでスピーチを聞いている。僕は、僕のように言葉の行き違いで、大切な仲間を失う人が増えてほしくない。英語であれ日本語であれ、人と人との絆は捨てちゃいけないんだ。だから、こうして皆さんの前で話すことにした。改めて言わせてください。言葉は人をつなぐ力になる。逆に間違った使い方をすれば、大切な人を傷つける凶器にもなる。でも、僕たちはそれを乗り越えて、一歩ずつ前に進むことができる。そう信じています。言葉が終わった瞬間、体育館は静寂に包まれた。誰もが息を飲んだように沈黙している。やがて、ジェームズがマイクを置き、ゆっくりと、ステージから降りようとしたとき、俺は意を決して歩み寄った。震える足を無理やり動かして、ステージ下に立つジェームズと向き合う。ジェームズ、口を開いた瞬間、胸がいっぱいでそれ以上言葉が出てこない。あの事故以来、心の底に封じ込めていた感情が溢れ出しそうになる。ジェームズは、俺の瞳を見つめ、ほんの少し唇を噛み締めた後、静かに声を上げた。誠、あの時は本当にごめん。僕は君を責め立ててひどい言葉をぶつけた。自分の苛立ちの矛先を君に向けることでしか心の整理ができなかった。本当にすまなかった。周囲が見守る中、ジェームズの目には涙が浮かんでいる。俺も目頭が熱くなり、その瞬間、抑えきれずに涙がこぼれ落ちた。ジェームズ、俺もあの時何もできなくて本当にごめん。ジェームズが手を差し出してくる。握手をさせてほしい。昔みたいに僕たちは親友になれるって信じていいかな。俺は何の迷いもなく、その手をがっちりと握った。涙が次々と溢れて止まらない。でも、それは長い時間を経て、やっと和解できた証だと思った。ステージ前でこうして大勢に見られているけれど、今はそんなことどうでもいい。俺たちは再び友として繋がったのだ。静かだった体育館にやがて拍手が鳴り響く。その拍手は徐々に大きくなり、いつしか体育館全体を包んでいた。大きな拍手が一段落すると、兄さんがステージ脇から姿を現し、呆れたような顔をしていった。まったく、誠、やればできるじゃないか。こんなドラマみたいな展開になるとは、正直思ってなかったが、兄さんの言葉に思わず照れる。俺は何もしていない。ただ、ジェームズが勇気を出してここへ来てくれただけだ。兄さん、ありがとう。ジェームズを呼んでくれて。俺感謝してるよ。そう言うと、兄さんはちらりと視線をそらす。別に、お前のためだけにやったわけじゃない。学校のためでもある。それに、お前の留学費用にいくらかかったと思ってるんだ。こんなところでくすぶり続けてたら、父さんたちに合わせる顔がないだろう。いつまでもニートみたいな生活して、この際だから、いい加減、しっかり立ち上がれ。最後のセリフは、兄さんなりの優しさに満ちていた。俺は涙ぐむのをこらえながら、コクンとうなずく。兄さんは、改めて小さく笑いつぶやく。父さんたちに連絡しないとな。誠が、ようやく自分の力を取り戻しそうだって、報告してやらなくちゃ。その言葉に、俺は胸が熱くなる。過去の失敗にとらわれて、英語からも未来からも逃げ続けていた自分。だが、レーナさんや兄さん、そして、ジェームズの思いに触れて、今ならもう一度やり直せる気がしていた。その時、レーナさんが息を飲むように声を上げる。ちょっと待ってください。誠さんの親友がジェームズさん。ということは、誠さんってもしかして。そこで、兄が澄ました顔で言う。そうだよ。こいつは昔、オックスフォード大学に留学してた。正式に卒業もしている。周囲の先生たちや生徒たちが、嘘でしょ？あの用務員さんが？オックスフォード大って、と、驚きの声を上げ始める。レーナさんも目を見開いたまま、俺の方を向く。誠さん、オックスフォード卒って本当ですか？いえ、まあ、あまり勇気になれなかったんですが、会場が騒然としてくる。兄は苦笑しながら言った。黙ってたのはこいつの勝手だけど、まあ、もう隠し通す必要もないだろう。
これだけ見事に英語を使いこなすところをみんなが目の当たりにしたわけだしな。レイナさんが小さく唇を動かして、すごいとだけつぶやく。俺は恥ずかしさと安堵が入り混じった気持ちで彼女と視線を交わした。もはや隠す必要のない真実を明かされたことに少しだけ肩の荷が下りた気がする。その後、国際ディベートイベントは予定通りとはいかなかったものの、ジェームズを中心に急ピッチで準備を進めてなんとか形にすることができた。急遽オンライン接続を取り入れて海外大学の OB や学生たちと映像でつなげる企画に切り替えたのだ。レーナさんを中心にオンライン会議システムとステージ上のスクリーンを連動させ、生徒たちもリモートで海外のディベートチームと意見交換を行う。規模は縮小したが、生徒にとって貴重な国際交流の機会となった。海外からのゲストはジェームズただ一人という状態だったが、ジェームズは生徒たちの質問に英語と簡単な日本語を織り交ぜて答えてくれた。過去の苦しい思い出をしっかり乗り越えようとする姿は、俺にとっても大きな勇気となったし、生徒たちにとっても印象的だったようだ。やがてイベント最終日、ジェームズは帰国の途に着くことになった。空港へ向かう前に正門で俺に声をかけてくる。誠、今回のイベント本当にお疲れ様。昔みたいに一緒に何かやろうよ。僕たち二人なら何でもできるはずだ。ジェームズが右手を差し出す。今度は笑顔でためらわずに握手を交わした。また連絡する。そう言うと、ジェームズは軽くウィンクしてタクシーへ乗り込む。あっという間に彼は見えなくなってしまったが、その背中は以前のように堂々としていた。俺は彼と別れることに寂しい気持ちを抱きながらも、心は不思議と晴れやかだった。イベントが一段落した翌日、俺とレーナさんは英語科準備室にいた。レーナさんは嬉しそうに手元の感想文を広げる。生徒たちからの感想です。オンラインとはいえ、オックスフォードのディベートがすごかったって。ほら、これも。差し出された感想文には、英語ってこんなに楽しいものだったんだ。もっと話せるようになりたいという言葉が並んでいる。でもごめんなさい。せっかく誠さんが手伝ってくれたのに、規模が小さくなってしまって。いいえ、十分すごいですよ。生徒たちの表情を見ればわかります。レーナさんが思い描いていた生きた英語との出会いは確実に伝わったと思います。少し申し訳なさそうにうつむくレーナさんを見て、思わずそんな言葉が口をついて出た。本当ですか？ええ。廊下で生徒たちが次はいつやるんだろうって話してるの聞きましたから。レーナさんの顔が明るく輝く。その笑顔を見ていると、俺も自然と胸が温かくなってくるのを感じた。その時、背後から嫌みったらしい声が飛んできた。いやいや、随分と大げさに騒いだ割にはしょぼい結果だったじゃないか。オンライン併用なんて、現地へ招待するって計画と全然違うだろう。振り返ると、やはり真城さんだった。相変わらず眉間にシワを寄せ、冷たい視線を向けてくる。まったく、新任教師の考えることは突飛すぎる。現地に呼べもしない海外ゲストを予定して、それを突然オンラインに変えて、学校の信用を落とさないでほしいものだね。レーナさんが何か言い返そうと口を開いたのを、俺は目で制した。そして、慎重に切り出した。真城さん、俺は昨日のイベントが終わってすぐに、海外ゲストとの連絡トラブルの原因を調べていたんです。そこで見つけたものなんですが、俺はパソコンの画面を開き、USB に保存していた記録を表示する。まず、3月15日付で送られるはずだった招待状が、システムから削除されています。代わりに、3月17日付で、日程変更のお知らせが送信されている。しかも、その日程は当初の予定と全く異なる日に書き換えられていました。これらの操作はすべて深夜に行われており、その時間帯に学内のシステムにログインしていたのは真城さんのアカウントだけです。メールサーバーのログと事務システムの記録、両方で確認できます。なんだこれは。勝手に私を犯人扱いする気か？真城さんが焦りながら、俺がパソコンに挿している USB を奪い取ろうとする。が、俺はその手を止めた。この USB を取っても無駄ですよ。これらの証拠はすでに複数の場所にバックアップを取ってあります。それに、真城さんが送信した偽の日程表には
編集履歴が残っています。ファイルのプロパティを見れば、作成者も修正日時もすべて記録されているんです。俺は最後の証拠を開いた。レイナさんが息を飲む。そんな、じゃあ、最初から招待状は送られていなかった。日程を変えられたからゲストが来られなかったってこと？真城さんは一瞬言葉を失った様子だった。それから急に声を荒げた。お前らは何も分かっちゃいない。この学校の補助金だって危うい状況だというのに、新企画だなんだって予算を無駄遣いされては困るんだよ。今まで積み上げてきた実績も国内大会の助成金も全部パーになるかもしれないんだぞ。私だって学校の将来を考えて、そうだ、学校を守るためにやったことなんだ。お前たちみたいな理想論者にはわからないだろうが、現実はそう甘くないんだよ。俺はそんな真城さんの言葉を静かに、しかし強い口調で遮った。学校を思う？生徒たちの可能性を潰し、教師の努力を踏みにじり、学校の信用を危うくする行為がどうして学校のためになるんですか？それに、あなたがなぜ彼女のイベントを中止させたかったのか、もうわかりましたよ。真城さんが不審そうに眉を寄せる。俺は PC 画面に映し出した資料を指さしながら続けた。毎年行われている国内ディベート大会イベントで、あなたは企業との癒着によるキックバックを受け取っていたんですよね。今回、国際ディベート大会に切り替えられたら、そのルートが潰れてしまう。それで、天野先生の企画を邪魔した。違いますか？何のことだ。証拠もないのに、勝手な思い込みを。真城さんは言い逃れようとするが、言葉に力がない。俺はあらかじめ用意していた USB メモリを取り出し、画面のログを拡大表示する。残念でしたね。あなたがこっそり使っていた補助金の回し方や、企業との金の流れ、全部ここにあります。さらに、今回の招待状を削除した操作履歴も。実は俺、用務員の立場を利用して、備品や文書の管理システムを詳しく調べられたんです。管理職のあなたがどこまでごまかそうとしても、学校の裏側まで把握できるのは、逆に俺みたいな雑務係なんですよね。真城さんの顔からは、みるみるうちに血の気が引き、声すら出せず、崩れるように椅子へ腰を下ろした。その姿はもはや言い訳のしようがないことを、自ら示しているかのようだった。そして、俺の告発により、真城さんの不正は追及され、翌週には理事会から正式に、事務局長の解任と左遷の通知が下された。新聞沙汰になるほどではなかったが、業務上の不正が認定された以上、この学校に留まることは不可能だった。一方、皮肉なことに、真城さんがあれほど反対していた国際ディベートイベントは、大きな注目を集め、結果的に学校の PR にもつながっていた。学校には入学希望の問い合わせや資料請求が続々と寄せられ、廊下を歩く生徒からは、このイベントの影響で受験を考えた友達がいるらしい、なんて噂話も飛び交っている。用務員室の窓から見える校庭には、英語の練習をする生徒たちの姿がある。レイナさんが彼らに明るい声をかけながら指導を続けているのがちらりと見えた。その次の週、俺は兄さんに呼ばれ、教頭補佐室へ向かった。兄さんはいつになく真面目な表情をしていた。机の上には求人票のような書類が置いてあった。兄さん、これは？半信半疑で聞くと、兄さんはいかにも面倒くさそうにため息をついていった。学校の上層部がお前を教員として採用したいって言ってる。非常勤からスタートだけど、英語の指導に本格的に関わってほしいそうだ。俺は耳を疑った。俺が英語科の教員。お前がオックスフォード大卒だっていう事実はもう隠しきれないしな。それに、お前の電話対応やイベントのサポートを見て、学校側も英語ができる人材が欲しいって思ったらしい。あまりに唐突すぎる提案だった。けれど、心のどこかでそうなればいいなと思っていたのも事実だ。兄さんは目をそらしながら続ける。天野先生が、誠さんがいると生徒たちも安心できると強く推薦してくれたんだ。まあ、応じるかどうかはお前次第だ。俺は天井を仰ぎ、数秒だけ考えを巡らせた。日本に帰ってきてからずっと校内の雑務に埋もれていたけれど、英語に携わる機会が少しずつ増えた今、それが自分に与えられた役割なんだということを感じ始めている。
それなら、ここで一歩踏み出すのも悪くない。やってみるよ。まだまだ不安はあるけど、レイナさんや兄さんがいるならなんとかなるかもしれない。兄さんは好きにしろとそっけなく言ったが、どこか安堵の色が見え隠れしていた。その日の夕方、鮮やかなオレンジ色に染まった校舎の裏庭で、俺は備品庫の戸締まりを済ませてから、ふと空を見上げた。こんなに穏やかな夕焼けを眺めるのはいつぶりだろう。背後から足音が聞こえた。振り返ると、そこにはレイナさんがいた。誠さん、お疲れ様です。教員採用の話聞きましたよ。彼女は息を弾ませながら、まるで自分のことのように嬉しそうに笑っている。俺は照れくさく頭をかいた。まだ非常勤だし、本格的に授業を受け持つまでは時間がかかるだろうけど。それでも嬉しいです。だって、誠さんはきっと、生徒たちの心を支えられる人だから。そう言うと、レイナさんはそっと俺の前に歩み寄ってきた。陽光で染まる彼女の横顔がやけに愛おしく感じられる。ありがとう。俺はいろいろ逃げてばかりだったけど、レイナさんの言葉に背中を押されて、もう一度英語に向き合おうと思えた。俺がそう言うと、彼女は柔らかな笑みを浮かべたまま口を開いた。こちらこそ、助けてくれてありがとうございました。もし誠さんがいなかったら、私は途中でくじけていたかもしれない。本当に心から感謝してます。その瞳はまっすぐで、透き通るように綺麗だった。胸がドキリと高鳴り、俺は少しだけ視線をそらしてしまう。だけど、この気持ちはもうごまかせない。困った時はいつでも言ってほしい。今度は俺が君の背中を押せるようになりたい。だから、一人で抱え込まないで。自分でも驚くくらい素直な言葉が出てきた。レイナさんは一瞬ハッとした表情を浮かべた後、目を伏せながら笑う。夕焼けに染まる方が、まるで花のようにほころんで見えた。はい、頼らせてもらいますね、誠さん。そう言って、彼女はそっと、俺のシャツの袖を握った。胸が強く高鳴る。深く燃えるような夕日が、校舎裏の俺たち二人を静かに照らしていた。事故のトラウマで英語を避け、用務員として日々を過ごしていた俺を変えてくれたのは、レイナさんの情熱と、兄さんの厳しくも温かい支え、そして、ジェームズとの和解だった。一人で抱え込んでいた苦しみは、誰かを信頼し、その手を取ることで少しずつ軽くなっていった。過去の失敗から目を背け続けても何も変わらない。大切なのは、自分の弱さを認め、周りの人を信じること。そうすれば、必ず前に進める道は開けるんだと、今なら胸を張って言える。君、どうやって内定を手に入れたのかね。何かの手違いじゃないのか。今の時代、中卒なんて確実に落とすんだがね。その言葉が内定式の会場に響き渡るや否や、一斉に笑い声が起こった。視線という視線が俺の方へ向かい、体がこわばる。正直、頭が真っ白になりかけたが、一生懸命に踏ん張って、なんとか耐えるしかない。大手の企業から内定をもらい、その内定式に挑んだ俺。けれど、周囲は大学新卒者だらけで、学歴の違いを痛感していた。そんな時、人事部長が壇上に立って、俺のことを足ざまに言い始めたのだ。どうした黙り込んで。まさか本当に手違いってことはないよな。それなら悪いが、この場で内定は取り消させてもらおうか。人事部長の言葉に合わせるように、一同が再び失笑する。俺はただうつむき続けるしかなかった。ところがその直後、この会社の社長令嬢が颯爽と現れた。見る者すべてを圧倒するような気品とオーラを放つ彼女が静かに俺へと歩みを進める。周囲が静まり返る中、その女性は微笑みながらこう告げた。彼は大切な人です。内定取り消し？冗談じゃない。だって彼は私の。一瞬にしてざわめく会場と呆然とする部長。まさか自分の中卒という肩書きがこんな形でひっくり返されるなんて。そして彼は自分の愚行を深く後悔することになるのだ。俺、花岡二郎は父の工場を心から誇りに思っていた。父が経営するその小さな工場の名前は感動製作所。部品の製造から組み立て、さらには試作品の開発まで
町の要望に応えながら着実に歩んできた工場だ。古い機械が並ぶだけの無骨な場所だけれど、どの機械にも父や従業員たちの手のぬくもりが感じられる。小さい頃から俺は父の仕事ぶりを眺めては、いつかは父さんみたいになりたいと強く思っていた。俺は自然とものづくりの道を志した。中学生の頃には父や先輩たちの技術を真似しながらこっそり自分なりの改良を試みたりしていた。自分で組み立てた試作品が動いた時、胸の奥が熱くなるのを感じた。これがものづくりの喜びというやつなんだろうと子供ながらに理解した瞬間でもあった。しかし、運命は残酷だ。俺が高校在学中、父は突然、持病が悪化して倒れてしまった。長期の治療と安静が必要です。病院へ駆けつけた俺と母に、医者がそう厳かに告げる。ベッドに横たわる父の姿はいつも笑顔で油まみれになって働いていた面影がなく、本当に辛そうだった。長期的に治療するとなれば、お金が必要だ。俺は悩んだ末、高校を中退して、父の工場で働く道を選ぶことにした。もともと勉強が特別得意というわけでもなかったし、何より、父の工場を守りたいという気持ちが一番大きかった。もちろん周囲には反対された。担任の先生も母も納得いかない顔をしていた。高校だけは卒業しなさい。そう言われたけれど、父の工場を潰すわけにはいかないと思い、俺は決心を貫き通した。周囲には申し訳なかったが、父を支え、工場を支えることが最優先だった。そして俺は高校を中退し、父の工場で働き始めた。感動製作所の仕事は多岐にわたる。小さな町工場だけど、自動車部品から医療機器の小さなパーツまで、いろんな企業から頼りにされている。俺も父の後を継ぐように図面を引いたり、試作品を作ったりと一生懸命に食らいついていった。夢中になって技術を磨いていたら、いつの間にか自分でも改良点を見つけられるようになり、少しずつ成果が出始めた。最初の成果は金型の冷却方法の改良だった。従来の金型は冷却用の水路が単純な直線的な配置で、部品の角や曲がった部分で温度ムラができやすかった。俺は水路を螺旋状に配置し直すことで、均一な冷却が可能になることを発見した。これにより、従来は100個に3個ほど出ていた歪みによる不良品がほぼゼロになった。次に取り組んだのは金型の摩耗対策だ。特に医療機器の精密部品は 0.01 ミリ単位の精度が要求される。何度も試行錯誤を重ねた末、金型表面に特殊なセラミックコーティングを施すことで、従来の3倍以上の耐久性を実現できた。こういった改良を重ねるうちに、取引先からの信頼も厚くなっていった。感動製作所に頼めば安心だ。そう言われるようになり、新しい案件も次々と舞い込むようになった。特に医療機器メーカーからは試作品の開発も任されるようになっていた。そんなある日、うちの工場の取引先である桜産業という大手企業から声がかかった。桜産業は産業用ロボットや自動制御システムを主力とする巨大グループ企業だ。特に最近は AI 搭載の製造ライン向け精密機器分野に力を入れていて、業界でもトップクラスのシェアを誇っている。彼らは技術力のある町工場を積極的に支援、吸収することで、より高度な製品開発を目指すという方針を掲げていた。感動製作所は桜産業の自動制御システムに使われる精密部品を納入する協力会社として長年の取引実績があった。特に俺が開発した技術で作られた部品は他社では真似のできない精度と耐久性で高く評価されていた。新たに専門技術者を採用したいんだけど、ジローさんうちへ来る気はない？桜産業からそう打診を受けた時は正直驚いた。中卒の俺にそんな大企業が目を向けるなんて思いもしなかったからだ。話を聞くと、感動製作所と桜産業の共同開発をより円滑に進めるために、ブリッジ的な存在を求めているらしい。ここは腕試しだと思い、母や父の了解も得てチャレンジすることに決めた。もちろん、
父の工場から離れることへの葛藤はあったが、もし大手で仕事を学べば、自分の技術や知識をもっと深められる。そうなれば、いずれ工場にも還元できる。そんな希望を胸に抱いていた。筆記試験や面接を経て、正式な書類が届き、内定式に出席してくださいという案内が来た。父の病状は少しずつ回復してきてはいたが、まだ以前のように現場に立てる状態ではない。そんな中、俺に桜産業から内定が出たとなれば、きっと少しは父を安心させられる。かくして俺は晴れて桜産業の内定式に挑むこととなった。スーツを身にまとって、胸元のネクタイを慣れない手つきで何度も締め直した。ネクタイなんて慣れないな。内定式の会場は広いホールで、壁には桜産業のロゴが大きく掲げられている。俺を含めて多くの内定者たちが緊張した面持ちで席に座っていた。新卒採用がメインなのだろう。見渡す限り大学を出たばかりの若者が多いように見える。やがて壇上に立ったのは人事部長の佐野という男。40代半ばぐらいだろうか。灰色の髪を短く切り揃え、ピシッとスーツを着こなし、やや尊大な態度で周囲を見回している。その鋭い眼差しは、どこか冷たさを感じさせた。皆さん、本日は内定式へようこそ。私は人事部長の佐野星と申します。まずは、無難な挨拶から始まる。しかし、すぐにその空気は一変した。さて、今年は桜産業の将来を担うエリートたちが多数集まってくれました。実に素晴らしい。私も期待しております。中でも、そう言って、佐野部長は壇上の脇に控えていた一人の青年を促すように手招きした。すらりとした体型に整った顔立ち。身につけたスーツも仕立てが良さそうだ。俺よりも年上か同い年か、見た目でははっきりわからないが、とにかく洗練された雰囲気を持っている。こちらは私の息子で登です。彼は大学を優秀な成績で卒業し、今年から桜産業に入社します。きっと会社をさらに盛り上げてくれることでしょう。登は軽く頭を下げながら得意げに壇上に立った。拍手が巻き起こる。どうやらこの内定式の主役は彼らしい。そして佐野部長は改めて会場を見渡しながら口を開く。この世は学歴だけが全てではない。という言葉をよく聞きますが、だからといって全く意味がないわけではありません。どれだけ努力してきたかの一つの目安になるのが学歴です。桜産業に集まった皆さんは、それぞれの分野で優秀な成績を収められてきたことと思います。そういう努力の積み重ねが将来の成長につながるのです。ホール全体に微妙な静寂が漂った。佐野部長が穏やかな表情を浮かべているのに、なぜか冷たい空気を感じるのは俺だけじゃないだろう。そんな中、彼はわざとらしく書類を見やりながら続けた。ところで、どうやらこの中に中卒が一人だけ紛れ込んでいるようなんですよね。一瞬で空気が凍りつく。誰のことかは分かりきっている。案の定、指名されたのは俺だった。花岡二郎くんだったかね。いや、珍しいですよ。中卒の方が桜産業に入社するなんて。ざわざわと周囲から笑いが起こった。中卒？マジで？俺はただ椅子に座ったまま視線を落としていた。笑いが一通り収まったところで佐野部長が再び話を続ける。それにしても不思議だな。私は人事部長として採用面接をくまなくチェックしてきたが、君の顔を見た覚えはないんだが、花岡くん、どうやって内定を手に入れたのかね。何かの手違いじゃないのか。今の時代、中卒なんて確実に落とすんだがね。言葉尻がどこまでも皮肉たっぷりだ。内定式の場でそんなことを言うなんて、普通じゃ考えられない。けれど、彼にとってはそれが当然の態度なんだろう。周りの内定者たちも視線を動かしながらひそひそと話しているのが分かった。だってそうだろ？ここにいる選ばれしエリートたちは、切磋琢磨して学び続けてきたんだ。大変な思いをしながらね。しかし君はどうだ？義務教育を終えてその後何をしていた？そんな君が彼らと肩を並べるのもおこがましいと思わないか？悔しい。本当は言い返したいことが山ほどある。けれど、今ここで何を言っても逆効果だと思った。内定式の場で大騒ぎになれば余計に立場が悪くなるのは俺の方だ。ひたすら耐えるしかなかった。どうした黙り込んで。まさか本当に手違いってことはないよな。それなら悪いが、この場で内定は取り消させてもらおうか。
君一人いなくてもうちは困らないのでね。というより、君に払う給料が惜しいと言ってもいい。佐野部長の言葉に合わせるように、一同が再び失笑する。俺はただうつむき続けるしかなかった。その時、会場の後方の扉が静かに開いた。そこから、すらりとした一人の女性が現れる。長い黒髪が艶やかに揺れ、端正な顔立ちに、上品な色気を漂わせている。俺は思わず視線を奪われた。周りの内定者たちも、次々に彼女に目を向けて、ざわつき始めた。失礼します。優雅な声がホールに響き渡る。佐野部長が目を見開いた。おや。東花さん、あなた様がどうしてこちらへ？内定式のざわめきの中、黒髪をまとめた一人の女性が静かに足を踏み入れた。彼女の洗練された佇まいに会場が一瞬で息を飲む。皆さん、はじめまして。桜産業の新規事業開発部、ゆり東花と申します。今日は内定式にお越しいただき、ありがとうございます。そう名乗った瞬間、会場には妙なざわめきが走った。ゆりって、ゆり社長の？もしかして社長令嬢？そんなひそひそ声があちこちで囁かれ、スーツ姿の内定者たちが互いに顔を見合わせる。彼は私が採用しました。筆記試験もしっかり受けてもらいましたし、父と面接もしています。だからその点は何の問題もありません。佐野部長の顔色がさっと変わる。明らかに動揺している様子が見て取れた。会場のあちらこちらから、という声が上がる。でも私は聞いていませんよ。そんな話は。申し訳ありませんが、私と父が決めたことですので、佐野部長への共有が遅れたのは私たちのミスですが、正式なルートを踏んで採用しています。何の不正もございません。東花さんはきっぱりと言い切る。佐野部長もさすがに反論の言葉を失っていた。すると、東花さんはさらに言葉を続ける。そして、もう一つ大事なことをここで発表させていただきたいんです。そう言った瞬間、彼女は俺に微笑みかけた。悪い予感というか、いや、とんでもない展開が待っているのでは、そんな直感が走る。花岡二郎くんは次期社長候補です。つまり、私の婚約者ということです。まるで爆弾でも落ちたかのような衝撃がホールを駆け抜けた。みんな一斉に、と声を上げる。俺も思わず目を向く。佐野部長も、バカな、と口を半開きにしていた。東花さんはまるで気にする様子もなく、俺の方を向いてウインクしてみせた。二郎、もう堂々としていていいのよ。これは私と父が決めたことなんだから。俺は完全に頭が追いついていない。とりあえず、会場中からの視線が痛い。何より、佐野部長をはじめとした重役人の表情が凍りついていて、これは相当まずい空気だと直感した。数ヶ月前、私が感動製作所を訪れた際に、二郎の技術力を知りました。そこで、これはぜひうちに来ていただきたいと思い、父に掛け合ったんです。彼の技術があれば、新たな事業への道が開けると確信して、二郎は大きな可能性を秘めています。それに、彼は努力家です。中学卒業からずっと工場を支えてきました。本当に素晴らしい才能を持っているんです。東花さんの瞳がまっすぐにこちらを見つめる。これは俺にとって褒めすぎなくらいの評価だ。照れくさい気持ちと恥ずかしさが入り混じってどうにかなりそうだが、同時に誇らしさも込み上げてくる。そこで俺はハッとする。ちょっと東花さん。俺のことを君と社長が採用したっていう話は内緒にしておくって話じゃなかったの？思わず声をかけると、東花さんは唇を尖らせ、少し申し訳なさそうに笑った。ごめんなさい。つい熱が入ってしまって、あんな風に言われたら黙っていられなくて。その笑顔はどこか憎めない。が、言うべきことはきっちり言っておかないと、俺は居住まいを正す。それに俺たち、まだ婚約したわけじゃないよね。いずれするよ。私にはそのつもりしかないから、ね。彼女の瞳は、まるで迷いのない光を放っていた。どうやら本気らしい。俺は顔が熱くなるのを感じながら、でも、と曖昧に言葉を濁すしかない。壇上の佐野部長を見ると、真っ赤になったり青ざめたり、まさに怒りの沸点を超えそうな様子だ。周りからは好奇の視線がいくつも注がれ、内定式は完全に混沌としてしまった。こうして、
俺の桜産業への入社は波乱の幕開けを迎えたのである。俺が配属されたのは営業部門だった。まさか、ものづくり畑の俺が営業をやるなんて、と最初は正直面食らった。だが、感動製作所と桜産業の橋渡しをする人材として望まれた以上、社内の流れや取引先とのやり取りを知る必要があるのだという。そんなわけで、俺は慣れないスーツを着て、営業部の一員として奮闘することになった。そして、同じ部署に配属されたのが、佐野昇。例の内定式で紹介された部長の息子だ。彼のデスクは俺の真向かいにあり、顔を上げればすぐに目が合う位置関係。静かなオフィスの中でも、彼がこちらを睨みつける鋭い視線はすぐにわかる。昼休み、俺が書類整理の手を止めて、軽く伸びをした時だ。昇が机を蹴飛ばすように立ち上がって、俺のところへずかずかと歩み寄ってきた。おい、花岡。お前なんで東花さんと親しげにしてるんだ？俺はずっと彼女に片思いしてたんだぞ。その声には明らかな敵意が滲んでいた。周囲の社員たちがぎょっとしてこちらを伺う。いきなり何なんだよ。俺は慌てて立ち上がり、そう返す。すると、彼は鼻で笑ったように言い放つ。東花さんにふさわしいのはこの俺だ。生まれも育ちも、そして学歴も何もかもが、お前なんかとは比べ物にならない。お前より断然すごいってことを証明してやるからな。見てろよ。いつも感じていた鋭い眼光が、今まで以上に暗く燃えているように思えた。どうやら彼の片思いは本気らしい。けれど、だからといって、ここまで敵意をむき出しにされるとは。俺は居心地の悪さを感じながらも、彼の怒気に飲み込まれないよう、一生懸命に冷静さを保とうとした。佐野、その言い方はやめてくれよ。別に俺は、黙れよ中卒。お前みたいな奴が彼女に近づくなんて、おこがましいんだよ。彼は吐き捨てるように言い残すと、書類を手に持って、部長席の方へ行ってしまった。周囲は相変わらず静まり返っている。俺は心の中でため息をつきつつ、彼の背中を見送るしかなかった。それから数日後、上司の指示で、俺と昇はある取引先との商談に出かけることになった。相手は、桜産業にとって、長年の顧客である電子部品メーカーだ。担当は昇がメインで、俺は補佐という形だ。朝早くにタクシーに乗り込み、昇が座席で資料をパラパラめくっているのを横目で見る。昇は、たまに俺の方に冷たい視線を投げてきては、明らかに嫌そうな顔をする。いいか？俺のプレゼンの邪魔をするなよ。お前は黙って俺の横でスライドを動かしているだけでいいんだ。中卒にはそれがお似合いだからな。強い口調でそう言われて、俺は、わかった、とだけ返事をした。取引先の会社に到着し、会議室に通された。昇が颯爽と前に立つ。プロジェクターに映し出された資料を指し示しながら、背筋をピンと伸ばして話し始めた。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。桜産業の佐野昇と申します。声はよく通り、スーツ姿も板についている。昇は一気に話を進める。まず、弊社の新製品についてご説明させていただきます。今回開発した AX の5000は、半導体製造ライン向けの新型制御システムです。従来の AX の3000と比較して、位置制御精度が10倍に向上し、効率性も 23% アップ。さらに AI 搭載により自己学習機能を実現し、コストダウンにもつながります。その効率性というのは具体的にどういった？先方の部長が質問を投げかけようとした。が、昇は止まらない。はい、続きまして、コスト面での優位性についてご説明いたします。従来比で 15% の削減が可能となっております。昇は相手の言葉を遮るようにして、次々とスライドを進めていく。会議室の空気が徐々に重くなっていくのが分かった。先方の役員たちは互いに顔を見合わせている。それでも昇は気づかないように、まるでプログラムされたロボットのように話し続けた。そして最後に、御社におけるメリットをまとめますと、第1に作業効率の向上、第2にランニングコストの削減、第3に製品の品質向上です。ランニングコストについては、新開発の省エネシステムにより、年間で約1500万円の削減効果が見込めます。これは御社の昨年度の経費実績と照らし合わせても、十分なアドバンテージがあると考えております。
資料の最後のページまで来ると、のぼるは満足げに胸を張った。以上が弊社製品の主なメリットとなります。この革新的な製品をぜひとも御社にご採用いただきたく存じます。完璧な台本を読み終えたかのような、のぼるの表情とは対照的に、先方の面々の表情は硬いままだ。まあ、検討しますが。先方の担当者が困った顔をして言う。いても立ってもいられなくなった俺は、口を挟むことにした。失礼ですが、私の方から補足させていただいてもよろしいでしょうか。のぼるが、何勝手なことを、と言いたげな目を向けてくるが、ここは引かない。俺は少し前のめりになって先方に向き直る。実は今回の製品、部品の一部を改良したことで、機械の耐久性が飛躍的に向上しています。もしよろしければ、具体的な数値などもお見せできますが、すると、先方の担当者がふっと目を細めた。あれ？あなたはどこかでお会いしたことが？はい。実は感動製作所で働いていた頃、記者の一部品を担当させていただいていました。その時に非常にお世話になりまして。ああ、思い出した。精密加工を請け負っていた花岡くんだ。そうか。今は桜産業にいるのかね。そう言うと、相手は急に打ち解けた顔をして、俺を歓迎してくれた。先ほどの耐久性の件なんですが、御社の現行の製造ラインに、このような形で組み込むことができます。俺は立ち上がって、ホワイトボードに向かった。マーカーで図を書きながら、説明を続ける。従来品では、この接合部分で摩耗が激しかったんですが、新しい表面処理技術を使うことで、摩擦係数を 0.2 まで抑えることができます。おお、それは画期的だな。どういった処理方法なんだ？特殊なセラミックコーティングを施しているんです。これにより、従来のクロムメッキと比べて、耐摩耗耐性が3倍以上になります。製造部長が身を乗り出してきた。確かにその部分は課題だったんだ。具体的な改善効果は？はい。従来の寿命が約8000時間だったところ、15000時間まで向上します。これは実際の稼働テストでも確認済みです。課長が目を輝かせる。そうか。これならラインの停止時間も大幅に削減できる。さらに、御社でお使いの検査装置との相性も確認済みです。実は感動製作所時代に、検査機の開発にも少し関わらせていただいて。なるほど。だからこそこんなに現場の課題に即した提案ができるわけだ。部長が大きくうなずく。そんな彼らの様子に担当者が満面の笑みを浮かべる。花岡くんさすがだね。現場を知り尽くした提案は説得力が違う。これなら導入の判断もしやすい。ありがとうございます。もし実際の導入となった場合は、私も可能な限りサポートさせていただきます。それは心強いね。では具体的な契約内容の詰めに入りましょうか。こうして取引先も完全に納得し、めでたく契約成立となった。いやー、最初はちょっとどうなるかと思ったけど、花岡くんが来てくれて助かったよ。打ち合わせが終わり、会議室を出た後、先方が笑顔で言ってくれた。のぼるは口をへの字に曲げ、悔しそうにうつむいている。そんな彼の様子が少し気になったが、商談はうまくいったわけだし、これで桜産業の利益になるならいいじゃないか、と俺は思っていた。それからも、のぼると一緒にいくつかの商談に回ることになった。ところがどういうわけか、訪問先で俺に心当たりのある企業が多いのだ。考えてみれば、感動製作所はいろんな会社の下請けとして動いていたし、俺自身も取引先とやり取りした経験がある。町工場同士のつながりから自然と顔見知りになった相手も少なくない。最初は、この間の会社と同じような偶然はそうそう起こらないだろうと思っていたが、実際には、また花岡くんか、と先方が言ってくれる場面が続いた。結果として、のぼるのプレゼンがいまいち、温度感の低いまま終わりそうになっても、俺が補足で説明を加えると、急に先方が乗り気になってくれる、というパターンが増えていった。花岡くんが言うなら、うちとしては安心ですね。長年の実績がありますし。昔感動製作所に修理や改良を頼んだ時の対応が素晴らしかったですから、ぜひ今回もお願いしたいです。そんなセリフを聞くたびに、のぼるは隣で深いため息をついていた。契約が決まるという喜ばしい結果なのに、のぼるは明らかに不機嫌で、毎回帰り道で俺に噛みついてくる。なんなんだよお前。ずいぶん偉そうじゃないか。
偉そうだなんて、そんなつもりはないよ。たまたま取引先が昔からの知り合いだったってだけで。こんなの、営業の本来の形じゃないね。学歴の代わりにコネを使ってるだけじゃねえか。俺だって、ちゃんと実力を発揮すれば。そう言いながら、登は足早に先を歩いていく。俺は追いかけながら、あえて穏やかな口調を保とうとする。佐野、学歴ってのは、一つの誇るべき努力の証なんだろ。けど、商談はそれだけじゃ決まらない。相手が必要としているものを理解し、提案して信用を得ることが大事だと思うんだ。うるさい。お前なんかに言われたくない。登はふんと鼻を鳴らし、そのまま早足で行ってしまった。彼の背中からは、やるせない悔しさが漂っている。自尊心の高い彼にとって、俺が活躍するのは到底、受け入れがたいのだろう。俺は複雑な気持ちを抱えたまま、オフィスに戻るのだった。それから、およそ1ヶ月が経った頃、営業部のメンバーや、他の部署の人たちも交えて、大きな飲み会が催された。場所は、高級感あふれる居酒屋の個室で、業績アップのお祝いも兼ねているらしい。俺は、最初に乾杯の温度を誰かが取ったあたりから、すでにほろ酔いで、周りの社員たちと談笑していた。花岡くんすごいね。最近立て続けに大口の契約取ってるって聞いたよ。いやいや、俺だけの力じゃなくて、ほら、取引先の皆さんとの縁がたまたま重なっただけだよ。謙遜しつつも、褒められれば嬉しいもので、自然と頬が緩んでしまう。居酒屋の席は賑やかそのものだが、ふとあたりを見回すと、佐野部長の姿はない。どうやら、部長は休養とやらで不参加だそうだ。そのせいか、登も隅の方で誰ともあまり話をせず、浮かない顔をしているように見える。しばらくして、俺は少し熱くなった方を冷やそうと、外に出た。夜風に当たりながら、大きく深呼吸をしていると、背後から声をかけられた。次郎大丈夫？顔が真っ赤だけど。振り返ると、そこには東花さんの姿があった。相変わらず美しい立ち姿で、ほんの少し微笑んでいる。彼女と目が合うと、酔いが一気に回るような気がして、心臓がドキドキした。まあ、大丈夫だよ。ちょっと酔ったけど、こうしてみんなと楽しく飲めるのはありがたいよ。よかった。最初の頃は大変そうだったけど、みんな二郎のことを認めてくれてるみたいだし。東花さんは、俺の隣に来ると、夜空を見上げながら小さく笑う。俺は釣られるように視線を夜空へ向け、改めて胸の内を打ち明ける。正直、どうなることかと思ったけど、あの時東花さんが俺を桜産業に誘ってくれて本当に感謝してる。今は学ぶことも多いし、会社のみんなとも少しずつ打ち解けられてきて、来てよかったと思うよ。そう言うと、東花さんは嬉しそうにうなずいた。そして、ごく自然な流れで、俺の腕に手を添えると、にこりと笑顔を向ける。ならよかった。あとはもう結婚式の準備だけね。え？突然の爆弾発言に、俺は思わず大きな声を出してしまった。幸い、周りには誰もいない。東花さんの瞳は、まるで冗談ではない真剣な光を宿している。俺があたふたしていると、彼女はくすりと笑った。驚かせちゃった？でも、私としては、そう遠くない未来に式を挙げたいと思ってるのよ。次郎はどう思ってるのかな？まだそういう話は。俺はしどろもどろになる。確かに、彼女は憧れずにはいられない存在だし、俺にはもったいないくらいの相手だ。それでも、こんな唐突に本題を詰められると、頭が追いつかない。そこへ、扉が開く音がした。現れたのは登だった。やけに冷たい眼差しをこちらに向けている。さっきまで不機嫌そうにしていた姿が、そのままここに移動してきた、という感じだ。へえ、二人でこんなところにいたんですね。随分と仲がいいことで。登の声には、皮肉がたっぷりこもっている。東花さんは、すっと俺の腕から手を離し、登に向き直った。別に、隠れてるつもりはないわよ。ちょっと外の空気を吸っていただけ。まあいいですけど。けど東花さん、現実問題として考えてみてください。そいつは町工場の中卒ですよ。登がにやりと嫌な笑みを浮かべる。彼がそう言うと、俺の胸の奥にズキリと痛みが走る。何が言いたいの？俺が聞いた話だと、社長はまだ許してないんでしょ？令嬢であるあなたが、強引にこの会社へ引っ張り上げただけで、
婚約なんてとんでもない話だと周囲は思ってるみたいですよ。一令状の公私混同が世間にバレたら、うちの会社の評判はどうなるんでしょうね。違うわ。挑発するような登の言い回しに、東花さんはそう声を上げた。彼の技術が桜産業に必要だから、私はそれを認めてスカウトしただけ。それに、私と父はちゃんと話し合っているわ。許していないなんてことはない。少なくとも、父は二郎の人柄を理解しているわ。東花の言葉を受け、登の表情が怒りに歪む。彼は嘲笑を含んだ口調で声を張り上げた。理解？そんなもん、世間から見たらただの自己満足だろ。中卒の男が理解されるほど、この社会は甘くないんだよ。誰がどう見たって、学歴も家柄も、俺の方がいいに決まってるじゃないか。最後の言葉を吐き捨てるように言いながら、登は苛立ちを込めて、ドンと足を踏み出す。そして、強引に東花の腕をぐっと掴むと、まるで彼女を自分の方へ引き寄せるように目を合わせた。東花さん、どうしてこんな奴なんだよ。俺の方がずっと昔から、ずっと君のことを。その視線は、憤りに揺れつつも、どこか切実に訴えているようだった。けれど、強い力で腕を掴まれた東花は、眉を潜め、すぐに登の手を払いのけようとする。痛い。やめて、登さん。おい、やめろよ。俺が止めに入ろうとした瞬間、登は腕を乱暴に振り払い、最後の悪あがきのように口を開く。まあいい。どうせ今は浮かれてるだけなんだろ。そのうち、俺の方がふさわしいってわかるさ。後悔して泣きついてきたって遅いからな。荒々しくきびすを返す登の背中には、胸を焦がすほどの悔しさが滲んでいる。取り残された東花は、自分の腕をさすりながら、かすかに唇を噛んだ。俺はそんな彼女の姿に、湧き上がる怒りとやるせなさを隠しつつ、登の遠ざかる足音を見送るしかなかった。結局、その後間もなくして、一次会はお開きになった。二次会へ行く者もいたが、俺と東花さんは、そのまま店を出ることにする。彼女を家まで送ろうと思い、タクシーを捕まえ、二人して後部座席に乗り込んだ。ドアが閉まり、運転手が出発の合図をする。俺は気まずい沈黙を破るように、そっと口を開いた。さっきはごめん。佐野は、多分、いろんな思いを抱えてるんだろう。わかってる。あの人が私に好意を抱いてるのは知ってた。でも私は、東花さんはわずかにため息をつき、バッグを抱えながら静かに視線を下げた。タクシーが大通りに出てスピードを上げ始めた頃、東花さんはちらりと運転席を気にしてから小声で話し始めた。次郎、どうして私が次郎に惹かれたか、その理由ちゃんと話しておきたいの。え？不意打ちの告白めいた言葉に、俺は思わず背筋を伸ばす。彼女はまるで思い出をたどるかのように、窓の向こうの夜景を見つめながら話し出した。あれは、私が最初に感動製作所を訪ねた時のことよ。工場見学という名目だったけど、本当は社長令嬢として、感動製作所の吸収を検討するミッションを任されていたの。安価に技術を取り込めるなら、桜産業にとって大きなメリットになるからね。東花さんの口調からは、当時の迷いが伺えた。社長の娘であるがゆえに、会社の都合を優先しなければならない立場にいたのだろう。でも、感動製作所の工場を見て、職人さんたちの熱い眼差しに触れて、それが吸収されるのは嫌だって思ったの。特に、次郎が金型を調整しているところを見たとき、本当に真剣で楽しそうで、誇りを持っているのが伝わってきた。そう言いながら、彼女は恥ずかしそうに頬をあからめる。私、あの時すごく衝撃を受けたの。機械の奥から金属が削られていく音を耳にしながら、それを見つめる次郎の目、とても崇高なものを感じた。東花さんはまっすぐに俺を見つめる。それにあの時、次郎がちょっとした失敗をして、金属片が変な風に切り込まれてしまったのよね。だけどすぐに気づいて、この方が逆に使えるかもしれないって、新しいアイデアを生み出して。ああ、あったな、そんなこと。あれを見て、すっごく感動したの。失敗だと思っても、そこから得られるものがあるって、あの時、私初めてものづくりの尊さを肌で感じたの。そして私も、次郎のようになりたいって思った。社長令嬢という立場に甘んじるだけじゃなく、新しい挑戦をしようと思ったの。思いもよらない言葉に、俺の胸は熱くなる。あの時の俺は一生懸命で、ただ、
もっといいものを作りたいって気持ちだけで動いていた。それが誰かを動かし、成長のきっかけになっていたなんて。タクシーが交差点で赤信号に捕まり、一旦停車する。街灯の明かりが窓越しに差し込んで、トウカさんの横顔を照らしていた。彼女は少し潤んだ瞳で俺を見つめ、はっきりと言葉にする。それ以来、私はあなた以外考えられないの。あなたと一緒に未来を作っていきたい。だからジロー、私と結婚してほしい。一瞬息が止まる。彼女の瞳は真剣そのものだ。俺にとって、彼女は高嶺の花だ。俺みたいな男でいいのかという不安や、まだ心の準備ができていない気持ちが大きい。タクシーが再び走り始める。夜景が流れていく中、俺は苦しいほどの鼓動を感じながら、ようやく答えを絞り出す。トウカさん、ありがとう。そんな風に思ってくれているなんて、嬉しい。でも、俺にはやらなきゃならないことがまだたくさんある。俺は桜産業で仕事を学んで実績を作って、感動製作所や町工場の可能性をもっと広げたいんだ。結婚のことは、もうちょっと考えさせてほしい。すると、トウカさんはほんの少し目を伏せてから笑みを浮かべた。寂しげな笑顔だけど、拒絶の色はない。わかった。焦らせちゃってごめんね。でも、私は絶対にあなたを諦めないから、いつか必ず、って言ってくれると信じてるから。その声には真の強さが感じられる。きっとこの人は、俺がどんなに悩んで、どんなに苦しんでも、最後まで支えてくれるのだろう。そこには疑いの余地が全くなかった。やがてタクシーは、彼女の家の前に到着し、静かに止まる。トウカさんが、運転手に料金を支払おうとしたので、俺は慌ててそれを遮る。いいよ。ここは俺が一緒に払っておくから。そう言うと、彼女は小さく笑う。今度は一緒にどこかへ行きましょう。降りるとき、トウカさんはそう小さく囁いた。車のドアが閉まり、彼女の姿が建物の中へ消えていく。俺はまだ強く残る彼女の香りと、その言葉を反芻しながらタクシーで自宅へ戻った。それから数ヶ月が経過した。ある日の朝、出勤すると、車内が騒然としているのに気づいた。営業部のデスクに着いた途端、同僚が小声で教えてくれた。大変だよ、花岡くん。うちの新製品とそっくりのものがライバル会社で発表されたらしい。ライバル会社って、チェリーテックのことか？ああ、今朝の発表会でな。使用書を見てみろ。上司が差し出した資料に目を通して、思わず息を飲む。これは、まさか、制御システムの構造まで、ほとんど同じじゃないか。そうなんだ。あまりにも似すぎている。偶然とは思えないレベルでね。うちからデータが流出したんじゃないかって、今上が調査してるって。でも、どうやって？その時、課長が慌ただしく部屋に入ってきた。花岡くん、データの流出元が特定されたらしいのだが、君の PC からのアクセス記録が残ってるとのことだ。そんなはずは、私は絶対に。わかってる。君がそんなことするはずないと俺も思う。でも、課長の言葉が終わらないうちに内線電話が鳴った。はい、営業2課です。はい、わかりました。受話器を置いた課長が重い表情で俺を見る。社長室からの呼び出しだ。花岡くん、すぐに来てほしいとのことだ。でも私は。とにかく言ってくれ。何か言い分があるならそこで話せばいい。立ち上がろうとする俺の肩に上司が手を置いた。焦るな。君のことは俺たちが知っている。必ず真相は明らかになる。その言葉に少し勇気づけられたものの、社長室への廊下は妙に長く感じられた。頭の中では様々な思いが渦を巻いていた。エレベーターのボタンを押す指がわずかに震えているのが分かった。社長室の扉を開けると、そこには社長が厳しい面持ちでデスクに座り、その横には副社長が立っていた。いつも穏やかに接してくれる社長が、今は鋭い眼光をこちらに向けている。花岡くん、今回の情報流出について、君の PC からデータが外部に持ち出された形跡がある。事実か？静かながらも重苦しい声だった。俺は一生懸命に頭を下げながら、自分なりに状況を説明しようとした。社長、正直に申しますと、全く身に覚えがありません。会社のデータは厳重に管理していたつもりです。パスワードだって。こんなことになるなんて、俺も信じられないんです。しかし、監査部門が調べたところ、流出元 IP アドレスは君の端末からとなっている。
何者かが君の端末を使ったか、あるいは君が。社長はそこで言葉を切った。社長は困惑と怒りの入り混じった視線を俺に向けているように思えた。すると横から副社長が口を挟む。社長、たとえ彼に覚えがないとしても、現時点では流出元が彼の PC なのは事実です。対外的にも責任を取る必要がありますし、調査が済むまでは謹慎処分という形が妥当かと。その言葉に社長が渋い表情でうなずき、続いて俺へ向かって厳かに告げた。花岡くん、今回の件がきちんと解明されるまで会社を休んでもらう。謹慎処分だ。調査結果が出るまでは自宅待機とするように。社長、待ってください。私は本当に何も。神弁仕掛けた俺の言葉を遮るように、部屋の奥から慌てて入ってくる人影があった。東花さんだ。彼女は険しい顔でこちらを見ている社長に向かい、一生懸命に訴えるように声を上げる。お父さん、次郎はそんなことする人じゃありません。私が保証します。東花、黙りなさい。これは会社としての正式な対応だ。個人の感情を優先させるわけにはいかない。調査が済むまで待っていてくれ。社長は静かに言い放った。東花さんも強い瞳でそれに反論しようとしたが、社長の揺るぎない姿勢を見て言葉を飲み込んだようだった。俺は目の前が真っ暗になる思いだったが、ここで騒いでも仕方がない。わかりました。そう小さく返事し、頭を下げて社長室を出た。正直、心臓が張り裂けそうだった。何もしていないのに、どうしてだ。そんな思考がぐるぐる巡る。社長室を出てすぐ、東花さんが追いかけてきた。俺の腕をつかみ、心配そうな表情で覗き込む。次郎、大丈夫？まあ、大丈夫じゃないけど、仕方ないよ。社長の言い分もわかる。会社の機密が流出したなら、誰かに責任を負わせなきゃいけない。俺の PC から流出した以上、まずはそこを疑われるのも当然だ。自分でも嫌になるくらい落ち込んでいた。それでも、ここで逃げ出してしまえば、それこそ、やましいことがあるのでは、と誤解されてしまいかねない。何かしらの形で、必ず真実を証明しなければならない。私、何かできることがあったら言ってね。父に掛け合って。ありがとう。でも今はこの状況を受け止めるしかない。俺は謹慎処分になるけど、その間になんとか手がかりを掴んでみるよ。そう言いながら、重い足取りでエレベーターに向かう。そこに現れたのが、ノボルだった。彼は、俺と東花さんを交互に見比べ、唇を歪めた。ああ、やっぱり得体の知れない中卒は、こういう大失態をやらかすんだな。おめでとう、花岡。ついに尻尾を出したか。その言い草に、思わず胸の奥が煮えくり返りそうになる。だが、今無駄に言い争っても意味がない。東花さんが、憤りの表情を見せるが、それを制するように、俺はそっと首を振る。佐野、お前がどう思うかは勝手だ。でも俺はやってない。それだけは覚えておいてくれ。どうだか。お前みたいな奴は、金のためなら何でもやりそうだしな。東花さんも騙されてるんじゃないか。挑発するような言葉を投げられても、俺はなんとか踏みとどまり、視線を登るからそらした。大丈夫だから。東花さんにそれだけ伝え、俺はエレベーターの扉が開くのを待つ。彼女がまだ何か言いたそうにしていたが、結局、言葉にならないままのようだった。ドアが開き、中に乗り込んだ。ゆっくりと、地下駐車場へ向かうエレベーターの中で、俺は拳をぎゅっと握りしめた。負けるものか。こんな形で逃げるわけにはいかない。絶対に冤罪を晴らしてみせる。そう心に誓いつつも、俺は暗く冷たいエレベーターの空気に押しつぶされそうになっていた。謹慎処分が下った後だったが、すぐに社内調査のための聴取という名目の呼び出しがあった。どうやら会社としては、俺に事情を聞く場を公式に設け、その上で最終的な判断を下すつもりらしい。俺としても、ある程度の説明責任を果たす場を与えられたことはありがたかった。が、同時に、やはり俺が疑われているという現実を突きつけられ、気は重い。指定された日、重役たちが集まる大きな会議室へ足を踏み入れた。扉を開けた瞬間、ぎょっとするほどの緊迫感が漂っているのが分かった。社長、副社長、法務部長、技術部の統括責任者らしき人物、そして人事部長である佐野部長が並んで座っている。そして奥の席には、少し離れた場所からこちらを見つめる東花さんの姿もあった。彼女は俺に気づくと、小さくうなずいて、
応援するような眼差しを送ってくれた。やがて社長が席を立ち、慎重に言葉を選びながら口を開く。では、花岡二郎君への事情聴取を開始する。今回、チェリーテックで発表された製品の技術情報と、我々桜産業が開発中だった新製品の仕様がほぼ一致していた。さらに、流出元は花岡君の PC と判明している。彼に弁明の機会を与えるとともに、今後の対応を検討したい。社長がそう言うと、佐野星部長が早くも鼻息荒く立ち上がった。社長、弁明なんぞ聞くだけ時間の無駄です。流出元が彼の PC であるのは、厳然たる事実。言い訳の余地などないでしょう。会社としては損害賠償を請求するとともに、懲戒解雇を検討すべきかと。声を荒げながら一方的に糾弾する。会議室の空気が途端に張り詰めた。俺は少しだけ肩を震わせながら、冷静を保とうと努める。そう簡単に終わってたまるか、という思いが胸に燃え上がってくる。佐野部長、確かに俺の PC から流出した形跡があるのは理解しています。ですが、どう考えても不自然な点が多くあります。第一、この新製品には感動製作所。つまり、うちの工場が持つ特許技術が使われているのをご存知でしょうか。そう言うと、佐野部長ははーっと馬鹿にしたような表情を浮かべ、軽く眉を潜めた。中卒の町工場が何だって？特許です。感動製作所は、多段式精密金型成形法と呼ばれる特許技術を持っています。通常、精密部品を作る場合、1回の成形で型を作り出すのが一般的です。しかし、この方法では、複雑な形状の場合、歪みや応力集中が起きやすい。この技術では、一つの金型の中に、可動式の複数の成形面を組み込み、段階的に形状を作り出していきます。これにより、従来なら絶対に作れなかったような複雑な形状でも、高精度で安定した品質を実現できるんです。俺の説明に、会議室内がざわざわと揺れた。特許絡みという言葉に、法務部長らしき人物もメモを取る手を早めている。俺が入社するときに、この特許を桜産業と共同利用する形で提供していました。チェリーテックで発表された機器には、まさにその特許技術が使われているのを確認しました。つまり、うちの会社自体も被害を被っている立場なんです。桜産業が感動製作所の特許を持つ形で契約し、その技術を商品に転用していたのが流出した。ここを無視して、俺個人が勝手に持ち出すメリットはどこにもありません。佐野部長は苦々しい表情で舌打ちしながら、ざれ言を。と小声で呟いたが、もう俺は動揺しなかった。事実を示すしかない。それに、データが流出したタイミングは深夜ですよね。その夜、俺は社内にいなかったんです。営業部の打ち上げの後、東花さんを送ってタクシーで帰宅しています。その領収書もあるし、タクシー会社に問い合わせれば、その日私を送ってくれた運転手さんが承認になってくれるでしょう。そう言って書類を取り出すと、副社長や法務部長がそれを回覧し始めた。流出時刻やタクシーの領収書の日付が照らし合わせられ、一気に会議室が白熱する。佐野部長は落ち着かない様子で貧乏ゆすりをしていた。明らかに苛立っているのがわかる。俺は視線を会議室の全員に向け、決定的な事実を突きつけた。犯人はその深夜帯に会社にいた人物です。私は東花さんに頼んで、セキュリティの入退室記録を確認してもらいました。その結果、当日のその時間に会社にいた人物はただ一人。佐野星人事部長、あなただけなんです。俺の言葉に会議室は一斉にざわめいた。法務部長や他の役員が、それは本当かと顔を見合わせる。副社長が PC を手にログを確認し始め、社長は静かに椅子に深く腰掛けながら、佐野部長を睨んだ。佐野くん、当日の深夜君が社内にいたことは間違いないのか？社長の問いかけに、佐野部長は明らかに動揺を隠しきれない様子だった。手に持った書類をガサガサと握りしめ、口元が引きつる。いや、私は仕事が山積みで残業していただけで、別に何もやましいことは。しかし、君が会社にいた時間に、花岡くんの PC が使用された形跡がある。しかし花岡くんはその時間会社にいない。君しか会社にいなかった。これはどう説明するつもりだ？社長の声に静かな怒りがにじむ。佐野部長は口をパクパクさせて言葉を探すが思いつかないのか、額から油汗が流れ落ちている。くそ、とにかくそいつが何か企んでいたんです。俺は被害者なんですよ。彼が情報を流そうとしているところを見つけて、代わりに削除しようとしていたとか、
そういう可能性だってあるでしょ。佐野部長のめちゃくちゃな言い訳に会議室内がさらにざわつく。まるで泥沼の言い逃れ。法務部長や副社長は顔を見合わせて険しい表情を浮かべている。そんな中、東花さんが席から立ち上がり、強い口調で佐野部長を一喝した。佐野部長、いい加減にしてください。証拠はすべてあなたに不利なものばかり。今さらそんな嘘をついて何を守ろうとしているんですか？その言葉に彼の眼光がさらに険しくなる。周囲が息を飲む中、佐野部長は唇を噛み、そして思わず声を荒げた。こいつが、花岡が邪魔なんだよ。息子が社長令嬢と結婚して、会社の地位を盤石にするはずだったのに、こんな中卒が現れて、俺の計画が全部台無しだ。会議室の空気が凍りついた。部長自らの暴露とも取れる言葉が飛び出し、みんなが言葉を失う。佐野部長は怒りの勢いに任せて、一気にまくし立てる。登と東花さんとの結婚が実現すれば、私も会社で安泰だ。だから邪魔だったんだよ。中卒のお前なんかが舞い上がってるのが。佐野部長の剣幕に役員たちは目を向き、副社長が、これは明らかな内部犯罪行為ではと低い声で漏らした。社長は深い怒りをたたえた沈黙のまま、ひたと佐野部長を見つめている。そして低く、静かな声で言い放った。佐野くん、君は人事部長として社員を守る立場にあるはずだ。にもかかわらず、私利私欲で会社の機密を盗み、社員を陥れようとした。その罪はあまりに重い。その言葉を聞いた佐野部長は腕を振り回し、まるで発狂したかのように叫ぶ。くそ、登が令嬢と結婚さえできれば、俺は勝ち組になれたってのに、こんな町工場上がりの中卒に計画を壊されるなんて、こんなのあんまりだ。あまりの醜態に、会議室の重苦しさは最高潮に達した。誰もが彼を非難の眼差しで見つめている。会議室に沈黙が落ちた数秒後、東花さんが一歩前へ出た。そして、佐野部長に向けて強い意志を示すように言葉を発した。人を何だと思っているんですか？会社や権力のために誰かを陥れて、引きずり落として、それで満足なの？私はそんなの絶対に許せません。私は誰が何と言おうと、次郎を信じます。仮に父が反対したって関係ない。私は次郎を選びます。その瞳には揺るぎない決意がある。そんな東花さんの姿を見て、佐野部長は言葉を失ったらしい。椅子に崩れ落ち、がっくりとうなだれた。東花さん。俺が声をかけると、彼女は涙ぐんだ瞳をこちらに向け、しっかりとうなずく。その眼差しは、まるで、絶対に私があなたを守ると誓うかのようだった。今この場で、その思いを正面から受け止めた俺は、眩しいほどの感動で心が満たされる。役員たちは、息を飲んで俺たちを見守っていた。社長がどう反応するのかを、固唾を飲んで見守っているようだった。深い沈黙が会議室を支配する中、社長が椅子をゆっくりと回し、全員の視線を集める。そして、重々しく口を開いた。花岡くん、娘から君のことはいろいろと聞いていた。中卒で町工場を支え、特許技術の開発に携わった男だと。だが、親としてはやはり、娘がそんな環境の男性と結婚するのは少し不安だった。それが正直なところだ。社長は一旦言葉を切り、肩越しにちらりと東花さんを見た。彼女も身構えるように背筋を伸ばしている。しかし、今回の件で、改めて君の誠実さと、社への思いが分かった。自分が疑われた時も、逃げることなく真実を証明してくれた。その行動力は、私の想像以上だった。そして君の工場が持つ特許技術が、我々の事業にとってどれほど重要か、改めて認識した。素直に言って、二郎くんは信頼に値する男だと判断できる。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。社長は自分の娘を思う父親でもあり、巨大企業のトップとして、冷徹な判断を求められる立場でもある。そんな彼が、信頼に値すると言ってくれたのだ。一方佐野部長については、容赦ない決断が下された。佐野くん、人事部長としての権限を悪用し、社の機密を流出させ、社員を陥れようとした。君の行為は重大な背信行為であり、看過できない。処分は私の一存では決められないが、懲戒解雇も含めて厳正に対処せざるを得ない。社長の言葉を聞いた佐野部長は、すべてを諦めたようにうなだれ、椅子からずるりと崩れ落ちた。役員の一人が慌てて肩を支えようとするが、
彼はうつろな目をしたまま、何も考えられない状態のようだ。あれほど傲慢だった男の末路を見て、俺は痛ましさと安堵が入り混じった不思議な感情を覚えた。佐野部長は取締役会で糾弾され、正式な懲戒解雇処分が下った。さらに、悪質な背信行為として、損害賠償請求を含めた法的手段も検討されているようだ。社内でも彼の悪評は一気に広まり、人事部長としてあんなことができるなんて、と、驚きと失望の声が後を絶たない。今まで彼の前では縮こまっていた社員たちも、あの男に支配されていたようなものだった、と口々に言う。噂では、佐野部長は家に引きこもって、一歩も外に出られないらしい。無理やり事を運んだ報いが、自分に跳ね返ってきたのだろう。彼が失脚した今、社内は以前より風通しが良くなった。少なくとも、多くの社員が萎縮せずに働ける環境になったのは、紛れもない事実だ。そんなある日の昼休み、俺は自販機の前でコーヒーを買おうとしていた。花岡。ボタンに手を伸ばしたところで、不意に声をかけられる。振り向くと、そこには登が立っていた。少しやつれたようにも見えるが、その目には迷いのない光が宿っている。しばらく言葉を交わせないまま、微妙な空気が流れた。登は口を開こうとするが、うまく言葉が出ないのか、唇を強く噛んでいる。どうした？俺はなんとなく察して、そう問いかけた。すると、登は小さく息を吐いてから、絞り出すように言った。すまなかった、父のこと。情けない。俺がもっとしっかりしていれば、ああはならなかったのかもしれない。あんたにあんな嫌味ばっかり言ってた俺が、正直恥ずかしいよ。本当にごめん。思いもよらぬ言葉に、俺は一瞬驚いた。だが、登が、ここまで素直に謝罪してくれたことが嬉しくもあって、肩の力が自然と抜けていく。ゆっくりと、彼の瞳を見つめ、俺は笑ってみせた。いや、気にするなよ。君は君さ。お父さんのやったことまで責任を負う必要はない。もちろん、佐野にも反省すべき点はあるかもしれないけど、あれだけ強いプライドを持って生きてきたんだろ。そこは悪いことばかりじゃないと思う。プライドの使い方を間違えなければ、きっと力になるはずだ。俺がそう言うと、登はまぶたをぎゅっと閉じて、小さく震える声で続けた。ありがとう。俺はずっと東花さんに憧れてた。だから嫉妬してたんだ。お前が中卒なんて誰も気にしなくなるくらい、すごい成果を出していて、そこが悔しくて仕方なかった。でも、もうそんなこと言ってる場合じゃない。俺も一から出直すよ。今度はあんたみたいに地に足をつけて、自分の力で実績を作りたいんだ。最後の方は、ほとんど涙声だった。いつもは冷酷なまでのプライドを見せていた彼が、今はむき出しの感情をさらけ出している。俺は静かに彼の肩に手を置き、うなずいてやった。一緒に頑張ろう。俺もやっとスタートラインに立ったばかりなんだ。桜産業で気張っていこうぜ。すると、登は鼻をすすりながら小さく笑う。お前、どこまでできたやつなんだよ。登は少しだけ照れくさそうにつぶやいた。それを聞いて、俺は自販機に並ぶもう一本のコーヒーを買い、彼に差し出す。缶コーヒーの温かさが、俺たちの間にあったわだかまりを少しずつ溶かしていくような気がした。ありがとな。登は受け取った缶を見つめたまま小さく息を吐く。そして次の瞬間、彼は瞳に宿したわずかな炎を隠しきれずに言葉を継いだ。でもな、恋のライバルとしてはまだ負けねえからな。いろいろ感謝はしてるけど、東花さんのことは絶対諦めない。わずかに照れが混じった小姉ながらも、その宣言には揺るぎない決意が滲んでいた。俺は苦笑しながらも、その強い意志を真っ向から受け止めるべくうなずく。あ、わかった。遠慮はいらないさ。二人とも、まだ気恥ずかしさが残る。けれど、こうして正面から向き合えたのなら、登との関係も少しずつ変わっていくのかもしれない。それから数ヶ月、社内は一連の事件を乗り越えて、むしろ活気を取り戻しつつあった。俺自身も営業と技術の架け橋として、ますますやりがいを感じていた。感動製作所が開発した特許技術を用いた部品を搭載した製品は大ヒットし、社内での俺の評価は一気に上がった。AI 自動化技術が盛んな今、その要となる精密加工部品の信頼性は高い評価を受けているのだ。今回の成功で、桜産業は新たなブランド力を手に入れたも同然だった。営業部の仲間たちは、花岡すごいじゃないか。お前が来てから契約数が伸びたぞ。なんて言ってくれる。
もちろん、俺一人の力じゃない。社長や東花さん、そして同僚たちが支えてくれたからこそ、成果を生み出せたのは言うまでもない。そんな毎日を過ごすうちに、東花さんとの距離は自然と深まっていった。もともと彼女は、俺に対して結婚を前提に、なんて大胆に言ってくれていたが、ここまで実績を積むことができた今なら、胸を張ってお願いしますと言えるような気がする。そして、ある日の夕暮れ時、会社近くのカフェで、俺は東花さんと向かい合って座っていた。店のガラス越しにオレンジ色の光が差し込み、彼女の横顔を柔らかく照らしている。その美しさに思わず見とれてしまう。俺はカップに残ったコーヒーを飲み干すと、決意を込めた声で口を開いた。東花さん。いや、東花。俺は君と本当の意味で家族になりたいと思ってる。もちろん、まだまだ未熟者だけど、これから会社のため、そして君のためにももっと頑張りたい。結婚しよう。自分でも顔が熱くなるのが分かった。東花さんは、いや、東花は一瞬きょとんとした顔をしてから、ふわりと微笑む。ありがとう、次郎。あなたの思いを聞けて本当に嬉しい。これまでも何度か言い出しそうで言い出せないように見えてたけど、ちゃんと覚悟ができたのね。彼女の澄んだ瞳に涙がにじみ、そのまま俺の手をそっと握る。まるで昔から当たり前のように繋がっていたかのような、その自然な仕草がたまらなく愛おしい。うん、もう迷わない。社長にもきっとちゃんと挨拶させてもらう。結婚して、二人でこの会社と工場を支えて、もっと大きな未来を作ろう。こうして、俺たちは正式に結婚を決めた。社内に報告すれば、きっと大騒ぎになるだろう。登は最初こそ内心複雑かもしれないが、改心した彼なら、温かく祝福してくれるはずだ。父も母も、俺の姿を誇らしく思ってくれると信じている。東花の指先が、温かな安心感を伝えてくれる。俺もそれに応えるように、強く手を握り返した。学歴は、一つの指標かもしれないが、それだけで人の本質はわからない。大切なのは、自分がどう動き、何を生み出し、どんな姿勢で周囲と向き合うかってことだ。俺はそれを身をもって学んだからこそ、真の価値を見出せたんだと思う。俺たちには、まだこの先もいろんな困難が待ち受けているだろう。でもこれから先、どんな未来を築いていくのかは、きっと、俺たち次第だ。誤送金 ?300 億円だぞ。会社が傾くレベルの損失じゃないか。確認は何度もしたはずでは。こんな中途社員に重要な仕事を任せるから。にわかには信じがたい言葉が会社中を震撼させていた。どうやら中途入社してきた女性社員が間違って300億円の誤送金をしてしまったようなのだ。ガラス張りの会議室には、まるで見せ物のように彼女が取り囲まれ、部長の声だけがトゲトゲしく響いていた。こんなミスで会社が潰れたらどうするんだ？責任はどう取るつもりだ？その叱責に青ざめた彼女はかすかに震え、かすれた声で、申し訳ございません、と繰り返す。涙をこらえる彼女の瞳には、絶望が宿っているように見えた。見ていられなくて、俺は思わず会議室へ踏み込んだ。ちょっと待ってください。人影をかき分け、崩れ落ちそうな彼女の肩をそっと支える。本当に誤送金があったのか、まずシステムを確認しましょう。彼女は戸惑いつつ、俺に画面を見せてくれた。大量の数字と送金履歴の羅列、何かが違う。そう直感した俺はキーボードを叩き、先方の入金情報を引き出した。これは、はい、もう取り戻しましたよ。え？会議室が騒然となる中、俺は静かに立ち上がった。あなたは、一体…彼女が震える声で問いかける。その時、会議室のドアが開き、社長が息を切らして駆け込んでくる。まさか、どうしてあなたがここに？社長の声には明らかな動揺が含まれていた。なぜなら、俺の正体は、俺の名前は小樽恭平。ここ最近はずっと自宅にいる。働いていないわけではなく、自宅で仕事ができるからだ。誰にも干渉されることなく、自分のペースで進められるこの環境は何者にも代え難い。仕事の合間にコーヒーを入れ、窓の外を眺めると、穏やかな空気が心を和ませてくれる。特に誰かに指示されることなく、すべてを自分で完結できるというのは
自由で気楽だと感じていた。そんなある日、同僚の京極からメッセージが入った。たまには会社に顔を出せよ。彼の言葉には少しの呆れとどこか強い親しみが感じられる。彼は会社の雰囲気が好きで、仲間と共に過ごす楽しさを知っているから、こうして誘ってくるのだろう。だが、俺は家での快適さを手放すつもりはなかった。それでも、彼の呼びかけを無視するわけにもいかず、しょうがないな。とつぶやきながら、仕方なく俺は会社に向かうことにした。会社に到着すると、いつもと違う緊迫した空気が漂っていた。社員たちがざわざわと話し合っている声が耳に入る。北見が300億を誤送金したらしい。どうしてそんなことが？そんな言葉が周囲から聞こえてきた。俺は京極の姿を見つけ、事情を尋ねる。京極、この騒ぎは？ああ、小樽。やっと来たのか。それが300億の誤送金が発生したらしいんだよ。300億。それはまた。それで、ミスを発見した北見さんに、部長が責任を押し付けようとしてるところだ。北見さん？ああ、そうか。お前は知らないか。半年ほど前に中途入社した人だよ。そう言って、京極が指さす会議室の中央で、一人の女性の姿が目に入った。あの人が北見さんか。艶やかな髪を後ろでくくり、目鼻立ちが整っている美しい女性だ。会議室のガラス越しに見える光景は、まるで魔女裁判のようだった。部長を筆頭に、数人の管理職が彼女を取り囲んでいる。その外側には、好奇の目を向ける社員たちの輪。まるで見せ物のように、彼女は部屋の中央で立たされていた。本当に確認したのか？部長の声が会議室の外まで響いてくる。その小姉には明らかな敵意が含まれていた。はい。北見さんの返事はかすかに震えていた。彼女の手元を見ると、資料を持つ指が小刻みに揺れている。顔は蒼白で、額には薄い汗が浮かんでいた。何度も確認したはずなんです。その言葉に部長が冷笑を浮かべる。はずとはなんだ？確実に確認したのか？私は、彼女の表情には、懸命に涙をこらえているような痛ましさがあった。目を伏せた彼女のまつげが、わずかに潤んでいるのが見えた。わかってるのか？300億だぞ。会社の年商をはるかに超える金額だ。こんなミスで会社が潰れたらどう責任を取るんだ？その言葉に、北見さんの肩が大きく震えた。彼女は懸命に涙をこらえようとしているが、その努力が逆に痛々しさを際立たせている。申し訳ございません。かすれた声が漏れる。こんなことになるなら、最初から採用なんてするべきじゃなかった。履歴書の経歴だって、本当かどうか怪しいものだな。その言葉に、北見さんの目が大きく見開かれ、涙が溢れた。そんな。さすがに我慢の限界だった。ちょっと待ってください。俺は人書きを書き分けて前に出た。北見さんの隣に立ち、崩れ落ちそうな彼女の肩を支えた。具体的に何が起きたのか、説明してもらえませんか？彼女は戸惑いながら、俺を見上げる。北見さん、大丈夫だよ。彼に話してごらん。京極の口添えもあり、北見さんは一部始終を説明してくれた。私、確認したはずなんです。でも。わかりました。では、システムログを見せてください。俺はその場でノート PC を開き、送金システムの履歴を確認し始めた。画面に映し出される数値の羅列を見つめながら、俺の中で確信が深まっていく。これは、誤送金じゃない。周囲がざわめく中、俺は断言した。システムの自動処理で、同じ取引が複数回計上されている。実際の総金額は3億で、それが100倍に表示されているだけだ。キーボードを叩く音が会議室に響く。俺は送金先の企業にすぐさま電話を入れ、状況を説明した。先方のシステムでも同様の現象が確認され、実際の入金額は3億。本来の額であることが判明した。申し訳ありません。システム上の表示エラーでご心配をおかけしました。電話を切ると会議室内の空気が一変した。よかった。本当によかった。北見さんの目から今度は安堵の涙がこぼれ落ちた。周囲からも安堵のため息が漏れる。会議室の空気が和らいだのもつかの間、俺は眉間に深いシワを寄せていた。今回の件は、
システム上の重大な欠陥を露呈している。このまま放置すれば、同じような事態が再び起こりかねない。システムの見直しが必要だ。俺の言葉に会議室内が静まり返った。社長を呼んでくれ。京極が即座に立ち上がり、部屋を出ていく。その間、北見さんは不思議そうな表情で俺を見つめていた。本当にありがとうございました。いえ、大ごとにならなくてよかったです。感謝してもしきれません。ところで、彼女の声には戸惑いが滲んでいる。失礼かもしれませんが、あなたは一体何者なんですか？その問いに周囲の社員たちも興味深そうに耳を傾けた。確かに、普段は顔も見せない社員が突然現れ、300億円の危機を数分で解決し、今度は社長を呼べと言い出したのだ。不思議に思うのも当然だろう。その時、会議室のドアが開いた。おー、小樽さん、本当に来てくれたんですね。社長の乙部が会議室の扉を勢いよく開けながら少し息を切らして入ってきた。普段はいつもスマートで落ち着いた印象の男だが、今日は珍しく身だしなみが乱れている。ネクタイは微妙に斜めにずれていて、こめかみには薄い汗が浮かんでいた。久しぶりだな、乙部。俺は軽く手を挙げて挨拶をする。お久しぶりにお顔を拝見できて嬉しいです。300億の件は聞いてまして、さすがに今朝からずっと胃が痛くて、それで、小樽さんが原因を解決してくださったと聞いたのですが、乙部は早口で一気にまくし立てると、思わず胸を押さえて小さく息をついた。ああ、システムの不調だよ。すでに手を打っておいたから安心してくれ。俺がそう告げると、乙部はほっと安堵した様子で、乱れたネクタイを直そうと手を伸ばす。さすがです、小樽さん。本当に頼りになります。いや、こういう時は心臓に悪くて。彼の声には緊張が混ざったままだが、どこか肩の力が抜けたようでもある。君はもう少し社長として威厳を持った方がいいと思うがな。思わず苦笑混じりにそう言うと、乙部は照れたように頭をかいた。すみません。気が抜けちゃったのかもしれませんね。そう言って、乙部はネクタイの歪みを気にしながら、再び形を整える。いつもスマートに立ち振る舞っている社長が、ここまで取り乱す姿は、なかなか見られない。とはいえ、会社の一大事が一瞬で解決したことに、彼は心から安堵しているのだろう。低姿勢な社長と、彼に指摘をする一般社員。どう見てもおかしい状況だ。社長、この方は？そうだった。北見さんは初対面だね。少し咳払いをして、今度は引き締まった表情で話し始める。彼は、小樽恭平さん。当社の創業メンバーの一人ですよ。うちで販売しているシステム基盤の設計者でもあるんだ。CCIE は知っているかね？ネットワーキングに関する最高レベルの認定。彼は、それも保持している。乙部社長は懐かしそうに俺を見る。普段は在宅勤務だから、北見さんは知らなかったよね。彼は大学の研究室の先輩なんだ。私なんかよりずっと優秀で、今でも技術面では彼頼りにしているよ。おいおい、社長がそんなことを言うんじゃない。会社の代表は君なんだからね。俺はあくまで一般社員なんだから。そう。俺は創業メンバーであるのに、役員でもなければ管理職でもない。それは、俺自身の意思だった。十数年前、会社を立ち上げた時に、俺はシステムの設計、開発に専念することを選んだ。役員への就任も何度か打診されたが、すべて断ってきた。人を管理したり、経営判断を下したりすることより、コードを書いている時の方が、俺は心から楽しめる。それに、役職に就けば、自由な開発時間は確実に削られる。だから、俺は会社が軌道に乗ってから一般社員になったのだ。もっとも、同じく創業メンバーである京極は、今でも会社の中枢に携わっている。彼は、取締役として経営に深く関わり、会社の舵取りを担っているのだ。お前が会社に顔を出さないから、みんな寂しがってるぞ。などと、俺が在宅勤務を続けている時も、ことあるごとに声をかけてくれるのは、その責務と仲間思いの性格によるものだろう。ところで、乙部社長、二つ提案があるんだ。まず一つは、システムの改修だ。今回のようなエラーを防ぐため、表示系の処理を全面的に見直したい。俺の言葉に、乙部社長は即座にうなずいた。もう一つは、俺は一瞬言葉を切り、会議室の隅で腕を組んでいる部長を見た。
人事評価の見直しだ。部下のミスを自分の責任として受け止められない管理職には、その資格があるとは到底思えない。部長の顔が一瞬で青ざめた。周囲からは小さなどよめきが起こる。さらに、俺は冷静な声で続けた。先ほどの出来事について詳しく検証する必要がある。会議室の空気が一段と緊張感を帯びる。北見さんへの不当な圧力、事実確認もせずに責任を押し付けようとした行為、人格を否定するような発言、看過できない。その言葉に部長の表情がこわばる。いや、それは違う。私は正当な指導を。正当な指導？俺は部長の言葉を遮った。では、履歴書の信憑性を疑う発言は指導の一環だったとでも？部長の顔から血の気が引いていく。事実確認もせず、大声で怒鳴りつける。これが管理職としての適切な判断だとお考えですか？会議室内が水を打ったように静まり返る。さらに、あなたの発言に同調して、心ない言葉を投げかけた社員たちにも問題がある。俺は周囲を見渡した。先ほどまで北見さんを非難していた社員たちが、今度は俺から目をそらす。乙部社長。俺はまっすぐに社長を見つめた。この件に関与した全員に何かしらの対処を検討すべきだ。そして会社全体でハラスメント研修を実施する必要がある。社長は深刻な面持ちでうなずいた。おっしゃる通りです。では、具体的な処分について、まず部長は、管理職の資格を一時停止、研修を受け直し、適正を再評価する。部長が声を上げようとしたが、社長の厳しい視線に押し戻される。次に、不当な発言をした社員たちには、始末書の提出と、特別研修への参加を義務付ける。俺の言葉に該当する社員たちが身を縮めた。その後、乙部社長の言葉通り、部長は3ヶ月間の管理職資格停止処分を受け、厳しい研修プログラムに参加することとなった。不当な発言をした社員たちも、特別研修を通じて自分たちの行動を深く見つめ直すことになる。一方で、システムの改修作業は予想以上に複雑だった。あれからの俺は、週に3日ほど会社に顔を出すようになっている。開発室に向かう途中、営業フロアを通り過ぎると、元気な声が耳に入った。小樽さん、おはようございます。声の主は浦川栄子。入社3年目の彼女は営業部では実力者として知られている。いや、正確にはしていたか。最近は成績が伸び悩んでいるようだ。おはようございます。俺は軽く会釈をしながら、彼女の派手なメイクと服装が気になった。会社の規定からすれば、かなりギリギリのラインだろう。今日も開発室ですか？私お茶を入れましょうか。彼女は甘ったるい声で言う。俺が創業メンバーだと知ってからというもの、こうして露骨なアプローチを仕掛けてくる。いや、結構です。きっぱりと断ったが、浦川さんは諦めない。もうそっけないんですから。小樽さんって本当に面白いですよね。その時、北見さんが資料を抱えて通りかかった。浦川さんの目が彼女を捉えると、声のトーンが一変する。あら、北見さん、まだいたの？え？先日の300億円の件、大変だったわね。あんな大失態普通じゃ考えられないもんね。ていうか、あなた意外とずぶとい神経してんのね。よく会社に来れるもんだわ。北見さんの表情が一瞬こわばる。俺には、彼女の心が針で刺されたように感じられた。あの件は、すでに解決済みだろう。俺は冷静に、しかし強い口調で言った。システムの不具合であって、北見さんに非はない。それは先週の全体会議で説明したはずだが。でも。浦川さん。俺は彼女の言葉を遮った。ところで君は、今月の売上目標、達成できているのかい？浦川さんの表情がこわばる。それは、まだ。なら、その努力を他人の上げ足取りに使うのはやめた方がいい。営業成績を上げることに集中したらどうだ？浦川さんは一瞬言葉を失い、それから慌てて営業フロアに戻っていった。北見さんは俺を見つめ、小さく息をつく。ありがとうございます。いえいえ。俺は北見さんの方を向き、真摯な表情で言った。ああいう時は、はっきり自分の考えを言った方がいいよ。あなたは何も間違っていない。だから、堂々としていていいんだ。でも、誰かに責められる筋合いはない。それに、俺は少し考えてから続けた。
むしろ、あの時のミスを発見できたのは、北見さんの細やかな確認があったからだ。それは立派な功績だよ。俺がそう言うと、北見さんはほっとしたように小さく笑って、ありがとうございます、と答えた。その表情には、確かな安堵の色が浮かんでいた。小樽さん、実は今まで私、ずっと我慢すればいいって思っていたんです。誰かを傷つけたくない、波風を立てたくないって。その声には、これまで抱えてきた苦悩が滲んでいた。だけど、彼女は続ける。でも、それは間違いだって気づきました。私、この会社にもっと貢献していきたいんです。システム部門の改善案も、実はいくつか考えていて、少し見ていただけませんか？まるで、今までの遠慮という鎖を解き放つかのように、北見さんの瞳には力強い輝きが宿っていた。俺はもちろんと答え、彼女のスマートフォンを覗き込む。そこには、箇条書きで並んだ効率化のアイデアがびっしりと書かれていた。これは、すごいな。全部君が考えたのか？はい。前職でシステム開発に携わっていたので、活かせることはないかと思って。でも、今まではなんとなく言い出しづらくて。自信がなさそうに言う彼女だが、その提案は実に的を射ていて、すぐにでも取り入れたくなるほど完成度が高い。遠慮する必要なんかない。思ったことはどんどん言ってくれよ。まあ、ありのままでいいんだよ。君のアイデアを必要としてる人はきっとたくさんいるから。俺の言葉に北見さんは目を見開き、そして少しだけ恥ずかしそうに笑った。そして、その日を境に、彼女は確実に変わり始めた。ある日、彼女は俺のデスクに近寄ってきて、遠慮がちに口を開く。小樽さん、この部分の UI ですが、もう少しユーザーフレンドリーにできないでしょうか？具体的には、すると彼女は、まるで待ってましたと言わんばかりに、目を輝かせて勢いよく話し出した。はい、例えば、注文履歴を確認するフローなんですが、トップページに注文履歴ボタンを配置して、それから、どこか熱っぽいまでの興奮を帯びたその声に、以前の遠慮がちな態度はもう見当たらない。彼女はタブレットまで取り出して、勢いよく画面レイアウトの案をスケッチしていく。こんな風にすれば、ユーザーは最小限の操作で目的のページにたどり着けるはずなんです。実際の画面サイズを想定してメニューを配置すれば、さらに視線の移動も少なくなると思って。ここまで作ってたのか。実は自分でモックアップツールをいくつか試して、AB テスト風の画面も用意してみたんですよ。もちろんこれ、勝手にやってるだけなので、正式な検証手順は別途考えないといけないんですけど。北見さんは、機器としてタブレットを操作する。すごいね。いや、今のページ構成より断然ユーザーが扱いやすくなりそうだよ。そこまで念入りに作り込んでるとは思わなかった。その言葉に、北見さんは一瞬、やったと小さくつぶやいた。私、好きなことになると周りが見えなくなってしまうタイプで、こうしてデザインを考えたり、UI を作り込んだりするのが大好きなんです。でも、前の会社では、変にテンション上がって一人で突っ走って、気づいたら浮いてたんですよね。結局居づらくなって辞めてしまったんです。だから次こそは、あまり目立たないようにしようって、自分を抑えてきたんですけど、気まずそうに話す彼女の目には、不安とコンプレックスが同居しているようにも見えた。でも、小樽さんがありのままでいいって言ってくれたから、なんだか我慢することないんだって思えて、ありがとうございます。彼女の方がほんのり染まっている。まっすぐな瞳でこちらを見つめる姿は、以前よりずっと自信に満ちていた。それから1ヶ月が経ち、社内はすっかり落ち着きを取り戻していた。先日のトラブルを見事に乗り越え、特に大きな成果を上げたのが北見さんだ。彼女の改善提案によって、業務効率が劇的に向上し、その功績が認められることになった。来週金曜日に表彰式と懇親会をやろう。そう高らかに宣言したのは、誰よりも張り切っている乙部社長。社長としては、先日の事件のイメージを払拭しつつ、北見さんの功績をみんなで盛り上げたいのだろう。そんな、私なんかのために、そこまで大げさにしなくても。と遠慮気味な北見さんをよそに、社内は祝賀ムード一色。こうして、1ヶ月前の大騒ぎが嘘のように晴れやかな空気が満ちていくのだった。そんな時、北見さんがそっと俺のデスクに近づいてきた。小樽さん、来週の懇親会なんですけど、
来ていただけますか？うつむき加減にそう尋ねる彼女の瞳は不安そうに揺れている。俺？普段人が多い場所はあまり得意じゃなくてさ。正直に答えると、北見さんはやや焦ったように言葉を継いだ。そうですよね。きっとお忙しいのもわかってます。それに、小樽さんは在宅で開発を進められる方ですから、わざわざ出社するだけでもご負担だと承知しています。でも、お願いできませんか？彼女の声色が少し強まる。私、小樽さんに聞きたいことが山ほどあって、システムのこと、これからの改善案のこと、ずっと小樽さんに相談したかったのになかなかタイミングがなくて、例えばサーバー構成とか、今回の改修で使っているライブラリのこととか、あとはネットワーク周りの負荷分散の話も、詳しく知りたいんです。以前から興味はあったんですけど、なかなか相談する相手がいなくて、小樽さんは週3日の出社でお忙しそうだし、こんな機会めったにないから。北見さんはまるで気持ちを抑えきれないかのように言葉を重ねていく。その瞳は彼女がいかに本気で技術の話をしたいかを物語っている。はは、そんなにか。いや、そこまで言われると逆に恐縮です。俺は思わず苦笑しながら彼女の熱量に少しだけ圧倒される。けれど、こうやって目を輝かせている北見さんを見ると、断る理由は見つからなかった。それに、まだ伝えきれていない感謝の気持ちも、直接言いたいですし。言葉尻が少し弱まり、彼女の声が恥ずかしそうに震えた。そんな姿を見ると、俺もさすがに断りづらい。わかったよ。じゃあ行ってみるかな、飲み会。本当ですか？あ、すみません。私つい嬉しくて。北見さんはパーッと表情を明るくさせ、胸の前で両手をギュッと合わせる。彼女がこんな風に喜ぶ様子を見るのは初めてかもしれない。すっごく嬉しいです。ありがとうございます。きっとみんなも喜びますよ。私が一番ですけど。最後の言葉は少し小さめの声で付け足された。耳を澄まさなければ聞き逃してしまいそうなほど。それでも、その弾むようなトーンははっきりと俺の胸に届いた。まあ、悪くないか。俺は心の中でそうつぶやく。飲み会という大勢が集まる場所は本来あまり好きじゃないが、こんなにも熱心に誘われると断れなかったし、何より彼女があからさまに喜んでくれるのを見ていると悪い気分じゃない。それから数日後。それでは、北見さんの功績を称えて乾杯。社長の温度で懇親会が始まった。高級ホテルの宴会場に社員たちの談笑する声が響く。小樽さん、こちらのお料理美味しいですよ。浦川さんが艶のある声を出しながら俺の横に座り込んだ。彼女の吐息からはすでに酒の香りが漂っている。そうですか。そっけなく答えても浦川さんは諦めない。もう冷たいんですから、ねえこのお刺身、あーんして差し上げましょうか。俺は内心で深いため息をつく。視線を会場の別の場所に移すと、社長が北見さんと話し込んでいる姿が目に入った。北見さん、本当によくやってくれました。君のような優秀な社員が入社してくれて、私は本当に嬉しい。社長は普段より顔を赤くしてにこやかに話している。北見さんは丁寧にお辞儀をしながら控えめに応対していた。小樽さん、聞いてます？浦川さんが俺の腕にしがみつく。すみません。ちょっとトイレに。俺は席を立ち、浦川さんの手をそっと振りほどいた。実際にはトイレではなく、宴会場に併設された小さなテラスに向かう。夜風が心地よい。小樽さん。後ろから北見さんの声が聞こえた。夜風が心地よいテラスで俺は振り返る。ここにいらしたんですね。ずいぶん探しましたよ。悪い。ちょっと逃げてきたんだ。浦川さんがしつこくてさ。俺が苦笑して言うと、北見さんはふふっと笑みを漏らした。見てましたよ。小樽さん、普段あんまり表情に出さないから、ちょっと面白かったです。そっか。まあ、慣れないもんでね。テラス越しに宴会場の賑やかな声が聞こえてくる。社内の懇親会はいつもより盛り上がっていて、特に北見さんが社長から表彰を受けたとあって、みんな上機嫌のようだ。そんな喧騒を背に、彼女は少しはにかむように口を開く。自分が受け入れられるのって、こんなに嬉しいんですね。
もし、小樽さんに出会えなかったら、きっと、ずっと殻に閉じこもってたと思います。北見さんの声は小さいけれど、その言葉には確かな思いがこもっていた。視線が交わると、まるでその一瞬だけ、世界が静まり返ったかのような感覚がある。そんな大げさに考えなくても、自分の力で変わったんだろ。照れ隠しにそう返すが、彼女はゆっくりと首を横に振る。いえ、私にはとても大きな変化でした。小樽さんがいたから、今の私があるんです。夜風がふわりと吹き抜け、彼女の髪を揺らす。遠くで遠石の笑い声が聞こえているのに、ここだけが別世界のような静けさに包まれている。そんな彼女を見つめながら、俺は心の内側に湧き上がる感情を静かに噛み締めていた。ずっと在宅勤務を選び、会社に来るのが嫌だった俺が、最近では出社するのが少し楽しみになっている。北見さんと話していると、自分の殻から引き出されるような、不思議なワクワク感があるんだ。彼女の情熱に引っ張られているというか、心が動かされるというか。俺も同じなんだよ。正直、前まで会社に来るのが面倒で仕方なかったんだけど、最近は不思議と苦じゃなくなってきた。多分、北見さんの熱意に影響されてるんだろうな。思わず本音がこぼれて少し照れくさくなる。彼女は驚いたように瞬きをして、それから柔らかく笑みを浮かべる。そうだったんですか？私なんかのために出社してくださってるんですか？いや、あくまで仕事の一環だよ。でも、君と話すと楽しいから、つい足を運んでしまうんだと思う。そこで一瞬の沈黙。ふと目を下ろすと、北見さんの指先がかすかに震えているのが見えた。俺も決して慣れているわけではない。こういう空気感に。けれど、不思議と嫌ではなく、むしろ穏やかな緊張感が心地いい。ありがとう。そう言ってもらえると、こっちも救われるよ。そうつぶやいた瞬間、彼女の指先が俺の手の甲に触れた。意図したものか、ただの偶然かはわからない。しかし、その一瞬だけで胸の奥がドクンと高鳴る。俺たちはお互いに言葉を探すわけでもなく、かといって急いで離れるわけでもなく、数秒だけじっとしたまま、夜風が二人の間をそっと通り過ぎ、彼女の髪を揺らしていく。テラス越しに響く音楽や談笑が遠く感じられ、ここだけが切り取られた世界のようだった。すみません。ちょうどその時、テラスへの扉がガチャリと開く音がした。俺たちはハッとして同時に手を離す。振り返ると、そこにはネクタイを少し緩め、上機嫌な乙部社長が立っていた。おう、ここにいたのか。探したぞ、北見さん。社長、どうかしましたか？北見さんは少し上ずった声で応じる。社長は手をひらひらさせながら、にこやかに笑った。二次会の場所へ移ろうと思ってね。北見さんにも来てもらわないと盛り上がらないからさ。わかりました。すぐ行きます。社長が足早に立ち去っていくのを見送りながら、俺たちは気まずそうに視線をそらす。しかし、彼女がそっとこちらに目を向け、小さな笑みを浮かべるのが見えた。わずかな触れ合いと短い会話だったのに、心の奥に灯った温かさはまだ消えていない。じゃあ、行きましょうか。ああ、そうだな。何気ない調子で言い合いながら、俺たちはテラスを後にする。遠くで盛り上がる笑い声が、再び耳に飛び込んできた。けれど、さっきの一瞬がくれた穏やかな輝きは、確かに、俺たち二人の胸の奥に残り続けていた。数日後のこと。お前、最近モテモテ男だって？京極が開発室に顔を出し、からかうような口調で言った。何の話だ。平静を装って返答したものの、自分の声が少し上ずっているのが分かった。いや、浦川さんが一生懸命だし、北見さんとの噂も、社内で持ちきりじゃないか？違うよ。彼女たちが寄ってくるのは、俺の地位があるからさ。前からそうだった。口から出た言葉は、かつての自分そのものだった。でも、その言葉を発している今の自分は、もう昔のような冷めた心持ちではない。むしろ、この言葉で自分の気持ちをごまかそうとしている自分が情けなく感じられた。キーボードを叩く音が一瞬止まる。その瞬間の静寂が妙に心に響く。だから在宅でできるのが楽だったんだ。余計な人間関係に煩わされずに済むからね。でも最近は会社に来る機会増えたよな。京極の言葉に胸が締め付けられるような感覚を覚えた。この変化を
周りの人間はちゃんと見ていたんだ。特に京極は、俺の変化を温かく見守ってくれていたことが、その優しい口調から伝わってきて、妙に胸が熱くなる。ああ、俺は少し考えてから正直に答えた。仕事のことがあるし、それに北見さんのそばに、最近はいたいなって思うんだ。この言葉を発した瞬間、心の中で何かが解き放たれたような感覚があった。おー！京極が目を輝かせる。その反応に、照れくささとともに妙な解放感を覚えた。珍しいな、お前がそんな風に。北見さんと話すようになってから、世界の色が少しずつ変わってきた気がする。今まで白黒だった景色に少しずつ色が滲んでいくような感覚。それは決して派手な変化ではないけれど、確実に俺の内側で起きている変化だった。彼女と話していると、自然と笑顔になれる。仕事の話以外でも、どんな些細な会話でも楽しい。これまでの人生で、こんな風に誰かと話すことが楽しいと思ったことはなかった。それに最近気づいたんだ。人と距離を置くことで守ってきた自分の心は、実はすごく狭い世界だったんじゃないかって。キーボードに置いた指先で無意識に何かのリズムを刻む。それは心の中で静かに鳴り響く新しい感情のメロディーのようだった。今までの俺は自分で作った檻の中で安全な場所にいることだけを考えていた。でも、その檻から一歩外に出てみたら、世界はもっと広くて温かいものだったんだ。声が少し震える。でも、それは恥ずかしさからではなく、自分の心の真実と向き合えている喜びからだった。そうか。京極の声には深い安堵と喜びが滲んでいた。その一言に、俺の告白をすべて受け止めてくれているという温かさを感じる。その時、俺のスマートフォンが鳴った。画面には北見の文字。先日、彼女と連絡先を交換していたのだ。俺はドキドキしながら通話をタップした。もしもし。小樽さん、助けて。北見さんの声は震えていた。そして次の瞬間、プツッという音とともに電話は切れた。北見さん？北見さん。一生懸命に呼びかけても応答はない。俺の背筋を冷たいものが走る。どうした？京極が心配そうに覗き込んでくる。わからない。北見さんが助けを求めるような声を出したんだけど、言葉の続きを探していると、焦りで頭が真っ白になりそうになる。すると、廊下の向こうから早足で歩いてきた浦川さんが、息を切らしながら声を上げた。小樽さん、ちょうどよかった。今、社長と北見さんが二人で会議室じゃない。あれは何階だっけ？とにかく、人が滅多に使わない応接室に入っていったんです。で、鍵がかかっていて開かないんです。鍵がかかった。どこの部屋だ？部屋番号は？浦川さんは思い出すように視線をさまよわせ、叫ぶように答えた。確か、12階の旧応接室です。普段はほとんど使われない場所なんです。私、後を追おうと思ったんですけど、ドアが施錠されていて。旧応接室。あそこはセキュリティの都合で別のシステムロックがかかっているはずだ。北見さん、あの電話は、あそこに呼び出されて。俺は即座に京極の顔を見た。彼も、ただならぬ雰囲気を察しているようで、すぐにスマートフォンを取り出そうとする。システムのパスワード、わかるか？お前は、例の資格を持ってるだろ？もちろん、あそこは旧館の電子ロックが残ってて、暗証番号を入力しないとドアが開かないんだ。焦る気持ちを抑え、俺はダッシュで非常階段に向かう。浦川さんも一緒に駆け出してくる。エレベーターを待っている時間も惜しい。鍵がかかってるってことは、社長が、そんな。浦川さんは息を切らしながら横目で俺を見た。まさか社長が、無理やり北見さんを。落ち着け。とにかく急ぐぞ。非常階段を駆け上がるたびに心臓の鼓動が激しくなる。北見さんの電話の声が頭から離れない。1分1秒でも早く彼女の安全を確かめたい。12階にたどり着くと古いドアの前で足を止める。扉の取っ手を回すが、やはり鍵がかかっていてびくともしない。ここです。ドアノブ完全にロックされてる。浦川さんが息せき切らして訴える。どいてくれ。システム画面を開く。俺はスマートフォンを素早く操作し、社内セキュリティの管理画面を呼び出す。通常なら総務部や保全部署の権限が必要だが、俺には世界で数名しか持っていないとされるセキュリティネットワークの資格がある。社内システムを構築したのも俺だ。
突破できないはずがない。管理画面にアクセスして、いくつかの ID とパスワードを入力する。ピッという小さな電子音が鳴ると、赤く点灯していたランプが緑色に変わった。よし、開くはずだ。ガチャリとドアのロックが外れる感触。浦川さんが大きく息を飲む。行きましょう。扉を開け放つと、薄暗い部屋の奥に、乙部と北見さんの姿が見えた。重苦しい空気が肌を刺すように漂っている。いつもは頼り投げな乙部が、今は見たこともないすさんだ表情を浮かべ、壁際に追いやられた北見さんは、青ざめた顔でこちらを見つめていた。小樽さん。北見さんの声がかすれ、ほんの少し震えている。彼女を見て、俺の胸にどうしようもない嫌な予感が広がる。乙部、どういうつもりだよ。こんな暗がりに北見さんを連れ込んで、鍵までかけるなんて正気じゃない。静かに問い詰めているつもりだが、声が自然と低く、荒くなる。北見さんが、こちらに助けを求めるような視線を送ってきたのが、はっきりわかる。どういうつもりか。そんなの俺が聞きたいですよ。小樽さん、あなた一体何なんですか？もう俺の邪魔をしないでくださいよ。その一言は、いつもの低姿勢な乙部の口からは、想像もつかないほど尖っていた。部屋の空気が、より一層張り詰めていくのを感じる。学生時代から、あんたは何でも器用にこなして、周りが一生懸命に苦労してることも、全部簡単そうにやってのけてた。だけど、会社を立ち上げる時に、社長になってくれって言われた瞬間、俺はやっと勝ったって思ったんだよ。あんたは一般社員で、俺は社長。あんたに勝ったんだってな。彼の言葉には、長年積もり積もった嫉妬や葛藤がむき出しになっている。社長室や会議の場では、決して見せなかった暗い感情が、今ここで吹き出しているのだろう。誘われて社長になったのはいい。だけど、結局あんたがいなきゃ会社は成り立たない。大事なシステムもネットワークも、みんなあんたの手の中だ。俺は形だけの代表者で、いつもあんたの影なんだよ。だからせめて北見さんだけは。そう言葉を絞り出す乙部の瞳には、うっせきした劣等感と、追い詰められた苦しみが混ざり合っていた。俺はどうしても、北見さんだけは譲りたくなかったんだ。仕事も周りの評価も、全部あんたに持っていかれて、あの人まであんたを見ているように思えるたび、どうしようもなく嫉妬して。彼の声は震え、荒い呼吸が部屋の沈黙をかき乱す。乙部、お前がどう感じてきたかは分かった。でもな、こんな形でぶつけられても、北見さんも俺も困るだけだ。お前は社長だろ。もっとやり方があったはずだ。分かってるんです。だけど止まらなかった。俺の中の、このどうしようもない焦燥感が。乙部の声は、もう少しで泣き出しそうなほど苦しげだ。北見さんもこらえきれずに、か細い声で訴える。社長、私、社長に感謝しています。でも、鍵をかけてこんな場所に連れ込まれるなんて、本当に怖かったんです。その言葉に、乙部は弾かれたように顔を上げる。すがるように北見さんを見つめるが、その瞳には、後悔と痛切な思いしか宿っていない。すると、部屋の片隅で成り行きを見守っていた浦川さんが、一歩前に出た。彼女は社長に向き直り、ぎゅっと拳を握りしめながら、声を震わせる。社長、私は今まで、あなたのことを優柔不断でも優しい人だと思っていました。周りからは見た目だけだとか、チャラチャラしてるだとか言われてきましたけど、社長だけは私の仕事ぶりをちゃんと評価してくれた。単にチヤホヤされてるってわけじゃなく、営業の才能があるって背中を押してくれたのは社長だった。だからずっと感謝していたんです。一息にそう言葉を吐き出した浦川さんは、苦々しい表情のまま、うつむいている乙部をまっすぐ見つめる。それなのに、こんな風に女性を追い詰めるなんて、どうしても受け入れられません。私はあなたに救われたと思っていたのに、北見さんを傷つけるところなんて見たくありませんでした。彼女の声には失望と悲しみが滲んでいる。乙部はその言葉を受け止めようとするかのように、かすかに顔を上げたが、すぐにまた視線を落とし、何も言い返せずにいる。北見さん、大丈夫？さっきは本当に怖かったでしょ？もう行きましょう。浦川さんは、北見さんの手を取り、優しく引き寄せる。驚いたように北見さんが顔を上げると、浦川さんは力強くうなずき、少し乱れた彼女の髪をそっと直してやる。ありがとう。北見さんは弱々しくそう言うと、小さく息をついた。浦川さんは、かすかに微笑みながら、そのまま北見さんを連れて、
部屋の出口へと向かう。乙部、俺は低い声で言葉を投げかけた。お前の気持ちが嘘だとは思わない。北見さんのことが好きだったんだろう。けど、やり方を完全に間違えた。お前は社長として、いや、一人の人間として、越えちゃいけない一線を越えちまったんだ。乙部は、はっきりと返事をしないまま、震える拳を握りしめる。顔を上げないその姿に、俺は静かに続ける。お前がどう思おうと構わない。自分に自信がなかったり、俺に嫉妬したりするのは自由だ。でもそのせいで、社員を追い詰めるなんて最低だ。今は何も言わず、しっかりと償え。わかりました。小樽さん。乙部は力なくそれだけ言うと、そのまま立ち尽くしていた。まるで、この場の空気に体を縫い止められたように、一歩も動けずにいる。深いため息をついて、俺はそこから立ち去った。北見さんは別の応接室で静かに横になっている。浦川さんに付き添われた後、ひどく疲れた様子だったが、今は安堵した表情で毛布をかけてもらい、うっすらと目を閉じて休んでいるらしい。医務担当も一応呼んでおいたが、肉体的な外傷はないということだ。ひとまずは安心だが、心のケアが必要だろう。そんな北見さんを休ませた後、浦川さんが廊下で待っていてくれた。俺は軽く頭を下げる。助かったよ。ありがとう浦川さん。北見さんのことちゃんと支えてくれて。浦川さんはツンとした顔で横を向きかけたが、少しだけ表情を崩して肩をすくめる。別に、当然のことをしただけです。あんな状況を見過ごせませんって。浦川さんは少し苛立ち混じりに言いながらも、心底ほっとしたような息をつく。その表情には、いつもの派手な雰囲気とは違う、真剣な思いが滲み出ていた。実は、北見さんの祝賀会の二次会で、社長の様子がずっと変だったんです。妙に北見さんに絡もうとしてるように見えて、だから注意深く見ていたんですよ。そしたら、人気のない応接室に二人で入っていって、ドアを閉めたと思ったら、鍵がかかっちゃって。そうだったのか。俺は思わず、胸の奥が冷たくなるのを感じた。もし浦川さんがあの時、社長の異変に気づいてくれなかったら、もし彼女が応接室のドアに鍵がかかっていることを発見していなかったら、北見さんはもっと危険な目に遭っていたかもしれない。あの時、君が来てくれなかったらと思うと、ゾッとする。正直助かったよ。俺がそう言うと、浦川さんは少し照れくさそうに視線をそらす。まあ、普段は賑やかしみたいな感じですけど、役に立ちたいですから。なんだかんだ言って、私もこの会社が好きですし、はにかむような笑みを浮かべる彼女の横顔を見ながら、俺は再び安堵の息をつく。すると、浦川さんはどこか気まずそうに視線をずらしながら、ぽつりと話し始めた。そういえばあの子、ほら見た目がいいから、最初は周りからチヤホヤされてたんですよ。それがどうにも気に入らなくて、私結構きつく当たってたんです。彼女は言いづらそうに唇を結ぶが、続く言葉からは微妙な照れと情の入り混じった感情が伝わってくる。でも変なんですよね、北見さんって。初めはおとなしかったのに、そのうち人の仕事にまで口を出すようになって、おせっかいというか、なんというか、気づいたら憎めない子だなって思っちゃって。浦川さんは苦笑混じりにそう言って、ちょっとだけ肩をすくめる。俺も思わず笑みを返しつつ、うんうんとうなずいた。わかるよ。彼女、見た目はクールそうだけど、実際はすごく熱心で、人にも踏み込んでくるタイプだからな。ああいうところ、俺も嫌いじゃない。ですよね。それに仕事もちゃんとできるし、ただの見かけだけじゃないんです。まるで、私とは大違い。浦川さんは、どこか自重するように目を伏せる。その表情に、ほんの少し寂しげな影を感じた。俺はわずかに声を落として、彼女を励ますように言葉を続ける。そんなことはないよ。君だって頑張ってるのは知ってる。最近、会社に来るようになってから分かったんだ。数字の上では目立たないかもしれないけど、例えば、こないだ営業の新人が困ってた時に、君がこっそりサポートしてただろ。彼最初は空回りしてたけど、浦川さんが助言してからは少しずつ結果が出てきてる。ああいう裏でのフォローってなかなか誰にも知られないけど、大事な仕事だよ。あれ、見られてたんですか？浦川さんが驚いたように目を瞬かせる。俺はうなずき、真剣に続けた。営業成績としては君の名前は表に出ないかもしれない。でも、
その新人が成長できたのは、紛れもなく君のおかげだと思うよ。そうやって、周りに気を配ってるところ、俺はちゃんと知ってる。ありがとうございます。はあ、思わず涙が出そう。浦川さんは、一瞬言葉に詰まったように口を閉じるが、すぐにまた顔を上げて笑みをこぼす。その笑顔は、素直で嬉しそうな色を帯びていた。なんだかあれですね。小樽さんって言葉は不器用そうなのに、たまにこういう優しいことを言ってくれるんですよね。そうか？まあ、俺としては当たり前のことを言ってるだけだよ。なんだか少し元気が出ました。ありがとうございます。そう言いながら、彼女は目元を少し拭う。それにしても、小樽さんも北見さん狙いなんですよね。え？思わぬ一言に、俺は一瞬言葉を失う。浦川さんがにやりと口角を上げる。社内ではそういう噂もあるんですよ。まあ、あれだけ気が合いそうな感じを見せられたら、みんな勘ぐりますよ。私も最初は面白くなかったんですけどね。でも今回の件で、ちょっとだけ納得したかも。いや、別に狙ってるってわけじゃ。ああ、図星か。私も早くいい男を見つけないとな。そうだ、京極さんって独身ですよね。浦川さんは急に声のトーンを軽くして、どこかいたずらっぽい笑みを浮かべながら廊下を去っていった。あの一件から1週間ほど経ったある日のこと。乙部は取締役会にて、自らの不始末を正直に明かした。鍵をかけて、北見さんを二人きりの応接室に閉じ込めようとしたこと。そこに至るまでの嫉妬心や焦燥感。それらを包み隠すことなく話し、深々と頭を下げたのだ。役員たちもそれを聞いて顔を見合わせ、やがて厳しい表情で了承する。乙部社長、今回の件はあまりに重大だ。責任を取って社長職を辞してもらうことになるがよろしいか？はい。重ね重ね申し訳ありませんでした。彼は創業メンバーの一人でありながら、学生時代から抱えていた劣等感に押しつぶされるようにして、自らの手で全てを手放すことになってしまったのだ。ドアをくぐり抜ける直前、乙部は俺の方を振り返り、絞り出すような声で言葉を継いだ。いつか必ず、あなたの後輩と胸を張って言えるような人間になって戻ってきます。もう一度、仲間として認めてもらえるように必ず。深々と頭を下げ、乙部は唇を噛み締めたままの表情で建物を出ていく。その姿を見守っていた周囲の社員たちも、やるせない面持ちを隠せない。劣等感と嫉妬に飲まれ、自ら会社を去ることを選んだ男。その最後の言葉には、不器用な誠意が滲んでいた。一方、会社は代表不在のまま放っておくわけにはいかず、取締役会はすぐに後任の社長を決めることを迫られた。そこで、白羽の矢が立ったのが俺だ。在宅勤務を好み、自由奔放にやってきたのだが、役員会はそれでも、今の会社には彼の統率力と技術力が必要だ、と満場一致で後押ししてきたのである。まあ、やるしかないか。そうつぶやき、俺は新社長の椅子に座った。正直、経営なんて性に合わないし、人を束ねる仕事にも自信はなかったが、京極や社員たちがぜひにと背を押す。乙部の一件で動揺している社内を何とか立て直すには、俺が最適だと口を揃えているのだ。自分の殻に閉じこもっていた過去に別れを告げ、ここからは表舞台に立ってみよう。そう腹をくくるしかなかった。社長就任から数日は目まぐるしく過ぎていった。何しろ、乙部がいなくなったことで空白になった決済プロセスや、社内からの問い合わせが一気に俺に集まってくる。おまけに、俺自身もまだ開発案件を抱えているから、毎日が猛烈な忙しさだ。それでも、京極や他の役員がサポートしてくれるおかげで、なんとかこなせている。お前が社長ね。世の中、何が起こるかわからないもんだな。ある日、昼休みに京極が執務室にひょっこりと現れ、からかうように笑った。大変だけど、まあ充実してるよ。ところで、お前にちょっかい出してる浦川さんとはどうなった？京極は一瞬目を泳がせた後、肩をすくめて苦笑した。どうもこうも、この前ご飯行きましょうって誘われてさ。で、今度行くことになったんだよ。まさかあの浦川さんがっていうか、俺も正直びっくりしてる。マジか？本気で言ってるのか？俺が素で驚いた声を上げると、京極は、いや、まだ何も確定してないって、と、慌てた様子で手を振る。
食事ぐらいって感じだけどな。彼女、あれから順調に営業成績を伸ばしてるみたいだし、調子がいいのかも。派手な見た目と軽いノリは変わらないが、実力がちゃんと伴ってきてるっぽい。まあ、俺も嫌いじゃないから、そのうち何かあるかもしれないが。はは、そうか。まさかお前にそんな展開があるとはな。俺は面白がって言うと、京極は照れ隠しに鼻をこすっている。その仕草が学生時代と変わらなくて、なんだか懐かしい気分だ。で、お前の方はどうなんだよ。社長になって忙しそうだけど、北見さんとはあれからどうなんだ？俺か？北見さん、俺が社長になってから、やけに遠慮してるんだよな。前みたいに気軽に話さなくなったっていうか、そう言いつつ、俺は先日の出来事を思い出す。北見さんは、あの騒動から復帰して以来、徐々に元気を取り戻してはいる。業務効率化のアイデアも相変わらず出してくれていて、本来の優秀さを発揮しているのだが、それでも、どこか一歩引いているように見えるのだ。そりゃ、仲の良かった同僚が、急に社長って立場に変わっちまったわけだからな。北見さんにとっちゃ、どう接していいかわからなくもなるだろう。わかるけどさ、そこまで遠慮するとは思わなかった。もう少し気楽に話してほしいんだけどな。口を尖らせる俺に、京極は、社長業もなかなか難しいだろと笑う。実際、俺自身も人を束ねる立場になってから、改めて人間関係のデリケートさを思い知った。技術一筋だった頃にはなかった悩み事が山積みだ。午後の会議を終え、俺が廊下を通っていたところに、タイミングよく北見さんの姿を見つけた。書類を抱えている彼女は、ちょうど部署間のやりとりを済ませたのか、ふーと一息ついていた。お疲れ北見さん。もう落ち着いたか？さっきの会議大変だったんじゃないか？あ、社長。いえ、小樽さん。ですね。はい、なんとか。皆さんから多くの意見をいただいたので、これからまた回収案をまとめ直します。彼女は会議でプレゼンをしたばかりだというのに、疲れを見せずに笑顔を浮かべている。相変わらずタフだ。だが、顔つきにかすかな緊張を感じるのも事実だ。俺は周囲を軽く見回し、人通りが少ないことを確認してから声を落とす。ちょっといいか？大事な話があるんだ。いや、難しい話じゃないんだけどさ。え？はい、もちろんです。俺は彼女を促し、誰にも邪魔されないように階段の踊り場へと足を運んだ。静かな空間に入り、ドアが閉まると、わずかにひんやりした空気が肌を撫でる。北見さんは少し緊張した面持ちでこちらを見つめている。最近会社に来ても、ずいぶん遠慮してるよな。前ほど気楽に話してくれないというか。そうでしょうか？私なりに頑張ってるつもりなんですけど、社長って立場の方に気軽に声をかけるのは、彼女は申し訳なさそうに視線を落とす。確かに、俺が社長になってからずっとこんな調子だ。たった数ヶ月前までは冗談を言い合ったり、気楽に技術の話をしたりしていたのに。だからさ、これから遠慮したら言及にする。社長命令でな。それは困ります。いくらなんでも厳しすぎるんじゃ。北見さんは目を見開いて、驚いた表情を浮かべる。その様子があまりに可愛らしくて、思わず笑ってしまいそうになる。けれど、そのまま空気を途切れさせずに、本題に踏み込んだ。それと、社長命令で、会社の後に食事に付き合うこと、あと、いろいろ、言いたいことはあるけど、まとめると、要するに、恥ずかしいから全部は口にしづらいけど、付き合ってほしいんだ。恋人として。まるで告白とは程遠い、不器用な言い回しだが、俺の気持ちは紛れもない本心だ。北見さんが先ほどまで浮かべていた驚きの表情が、徐々に愛おしさを帯びていく。付き合ってって、私と？彼女が口ごもりながら確認してくる。頬はほんのり染まって、瞳には小さな涙の光が宿っているように見えた。ああ、そう。ついでに言うと、言及云々は冗談だけど、俺の前で遠慮ばっかするのはもうなしにしてくれ。仕事でもプライベートでも、なるべく本音で話してほしい。多分、その方が、いろいろとうまくいくから。北見さんは一瞬、言葉を失ったように口をつぐむ。だが次の瞬間、ポロリと涙がこぼれ落ちた。ごめんなさい。私今すごく嬉しくて、変ですよね。こういう時泣いちゃうなんて。その声には確かな安堵と喜びが混じっている。彼女は慌てて
袖口で涙を拭うが、目尻には小さな水滴が光っている。まるで、これまで張り詰めていたものが、一気に緩んだかのようだ。変じゃないよ。俺だってこういうの慣れてないし、すげえ照れてるし、自然と笑みがこぼれる。すると北見さんも泣き笑いのまま、少しずつ落ち着きを取り戻したように、俺の方をしっかり見つめた。ありがとうございます。私、こんなに幸せな気持ちになったの初めてです。俺の方こそ、ありがとな。もう少し気楽に話してくれよ。社長なんて呼ばれるのは仕事だけで十分だからさ。はい。わかりました、小樽さん。彼女は最後の涙を拭い、少し恥ずかしそうに微笑む。そんな姿を見ていると、俺の胸の奥にも温かいものが広がっていく。こうして、俺たちは一緒に新しい一歩を踏み出すことになったのだ。社長と部下という関係を超えて、互いに思い合う恋人として。もちろん、これから先もいろいろな問題や仕事が山積みだが、二人なら超えていける。俺はそう強く思った。